頼んだよ。はい。お待ちどうさまでした。そうか、哲さんは今日に行ったか。はい。さあ、騎手の旦那。どうぞ。しかしお前らさようにのんびりしていてよいのか。誰もついていかなかったのか。せっかくご公儀のお許しが出て、長谷川様は骨休めに行かれたのですから。あっしらがついてたんじゃ、つい悪党を見つけて長谷川様の気を煩わすことになりかねません。彦十はどうしたのだ。おじさんは長谷川様の許しを得て湯治の旅に出ました。湯治といってもどうせこっちに使っているでしょうけど、仕方がないの。組八。確か今日にはあやつの父上の菩提寺があったな。はい、そう聞いております。私も一度だけお父上様にお目にかかったことがございます。あいつがまだ本所の鉄だった頃だな。はい、とても立派なお方でした。しかし心配だな。おまさも知っての通り、あやつが行く先々でいざこざが起きなかった試しがない。そうですね。一人にして大丈夫か。一人じゃございませんよ。うさぎの旦那も一緒だとおっしゃってました。うさぎの旦那。はい、同心の木村中吾様です。ああ。それはそうなんですけどね。どうした。心配なのか。いやー、骨休めにはちょうどいいでしょうが。木村様は骨休めのために生まれてきたようなお侍さんですからね。ほら、余計なこと言うんじゃないよ。さあ、岸様、うちでもこんなものをこしらえていましたよ。おお、湯豆腐か。俺の好物はよく知っておったな。はい、長谷川様から伺っておりました。シャモ鍋屋に来たのにわざわざ豆腐だけ食わすこともねえでしょうよ。いや、豆腐をバカにしちゃいけません。冷ややっこでも湯豆腐でも、もうこれだけで需要があって美味しいのに、あんまり安いためにバカにされがちなんです。それにね、豆腐はシャモや魚や貝にもどんな野菜ともよく合う。つまり誰とでも仲良しになれるんです。うさぎの旦那みたいなものですね。そう、うさぎの旦那の本当の値打ちを長谷川様だけはよく存じておられるんじゃございませんかね。ああ、では。うまい。平蔵の父長谷川信夫は京都町奉行在職中に亡くなり、手厚く京都の地に葬られた。その頃平蔵も父と共に京で暮らしていたのである。若々しかった平蔵様も立派にならはって、ご先代もさぞかしお喜びでございましょう。人の親父の墓の前でお前が泣くことないだろ申し訳ございません。お頭への感謝を申し上げていたらつい。う。おかしなやつまで連れてきて、親父もさぞ驚いただろうな。ごしやす。ごゆっくり。これは良い。なんて美味しい鯉の洗い。鯉は拙者とよく合います。その恋だがな、大概にしろよ中吾。
あ、何ですか、やぶから棒に。谷中のお松だっけか。お前は相変わらず通い続けているんだってな。いや、それはほどほどに。何がほどほどだ。お前がほどほどで満足するたちか。それはまあお足に困るほどではありましたけれども。このままにしておいたらお前はいずれ身を持ち崩すのではなかろうかと佐島が案じておったぞ。佐島様が。それでは佐島様は拙者を岡場所から引き離すために京へお頭のお供をするようにと。さようじゃ。さすればお前が変わるのではないかとな。いつもと違う景色が見えてくることに旅の奥義はある。まあ野暮なことは言いたがねえが、佐島のその思いを汲んでお前の遊び、その好きな恋は道中ご法度である。え、せっかくの今日なのに。うまい。おっと。物騒だな。おい、どうした。お願いでございます。お助けを。お前さん、このものをどうする気だ。いやあ、どうも。その女はちょいと訳ありでございまして、こちらへお引き渡しを願いたい。黙れ。貴様、刀を抜いておったろう。この女を殺すつもりだったのだな。おい、一体何があった。泣かずに申してみよう。助けてやるから、もう安心せよ。家はどこだ。送ってやろう。おい。娘はこのまま何も話さなかった。平蔵は仕方なく宿に連れ帰った。西町奉行所与力の浦部彦太郎を呼んできてくれ。浦部様。あ、お頭の。京へ参ることは文で知らせてある。は。ごめんくだされ。お頼み申す。はい。お初にお目にかかります。拙者は火付盗賊改め方同心の木村中吾と申します。浦部様はこちらにござりまするか。父上にご用でござりますか。は、長谷川平蔵の使いだと申してくださればわかるやと存じます。はい、すぐに呼んでまいります。
じけない。木村中吾殿か。はっ。いかがした。浦部様をお頭がお呼びするようにと。長谷川様は宿か。は。すぐに参ろう。話は道すがら。こちらです。浦部彦太郎は京都町奉行だった平蔵の父に仕えていた与力の子息で、平蔵ともその頃から昵懇の仲であった。旦那さん、お宿どうどす。宿は決めておる。またよろしい。邪魔する。お越しやす。ごめん。彦太郎さん。平蔵殿。いや、長谷川様。お懐かしゅう存じます。変わらんの彦太郎さんは。いや長谷川様はいささかお変わりになられましたか。かつての鋭い眼差しにお父上のような寛大さも備わったように存じます。それは昔のままでは何の務めも果たさぬろくでなしであるからの。さようなことは。その者が華光寺からの帰りに。広いものでござるよ。それよね、この人は奉行所の役人だ。お前の力になってくれるぞ。名はおよねと申す。それしか申さず、あとはどうにも口を聞かんのだ。お、失礼。およねとやら、お前命の恩人にも話せぬことがあるのか。まあ今は怯えておる。まずしかあるまい。しかし表へ話せばまた何者かに命を狙われよう。わかりました。この者は明日奉行所に連れてまいります。うん、それなら安心だ。長谷川様は奈良見物をされたいと文に書かれてございましたな。よろしければそれがしもお供したいと存じます。おお、それはいい。彦太郎さんと一緒ならますます楽しみだ。ここへは中吾を置いておくか。え、そんな。お前はお米を助けると申したではないか。それはそうですが。お連れください。私も奈良へ連れてってくださりませ。どうかどうか。ようやく口を聞いたな。お前奈良へ行きたいのか。はい、奈良へ、大和へお連れくださりませ。一緒に行きたいと申すのだな。はい。ではそうするか。長谷川様。いや、お米が悪いことをしたというわけではない。無理やり奉行所に連れて行くわけにもいくまい。で、されば今夜はゆっくり休め。すまなかったな、彦太郎さん。いえ。ではまた明日の朝5つに。彦太郎さんが奉行所の者と知ってなおもお米は怯え出した。目を離すな。今夜にも逃げ出そうとするやもしれん。あ、心得ました。
よいか、開けるぞ。おい、怯えるな。拙者はお前の味方ぞ。味方として聞くが、お前は一体どうしたいのだ。我らからも逃げたいのか、それともお前を付け狙う者から守ってもらいたいのか。それだけは確かめておきたい。もうなんだ。よろしいのでございます。何がだ。もう死んでもどうせ一人ぼっちでございますゆえ。心にもないこと申すな。お前はとっさにとはいえ我らに助けを求めた。それは生きたいと願えばこそだろう。いいえ、殺される時のことを思うと恐ろしいだけです。ただ死ぬ時が怖い、それだけでございます。じれったいな。だから誰に殺されそうなのだ。船が出るぞ。おおきに。ありがとう。ありがとう。えらい遅かったな、猫取りの。お米は片付けてくれたんか。へい、見つけることは確かに。見つけてやらへんのか。それが二人の侍に邪魔されまして。侍って誰や。旅の者と思われますが、三条白川の角国屋という宿におります。お米も一緒にか。へい。そこへ奉行所の与力も屋敷から駆けつけてくるような始末で。奉行所の与力を動かせるような旅の侍やと。へい。おそらく一人は相当なものを、相当な使い手と見受けられます。お前が逃げ帰るぐらいやからな。目離してへんやろな。もちろんです。まだ大阪の奉行所が動かんうちは大丈夫や。早いとこその侍ごと始末せなあかんな。あの向こうの山裾あたりが宇治でございます。なるほど、趣深いの。京におる頃はかような風光明媚をめでることはなかったでの。酒と女子ばかりめでておると、ようお父上がこぼしておられました。いやいや、今日での遊びを熱心に教えてくれたのはそなたであろうぞ。いやいや、それがしこそすっかり平蔵殿に感化されました。何を申すか。万葉集の一つもそらんじれば、今日の女子は寄りつかぬとそれがしを叱ったであろう。何をおっしゃいますやら。遊びの一つも知らぬとは京侍にはがっかりした。さような武骨なものとは付けえぬとお叱りになられたのをお忘れでござるか。待て待て待て。いやいや、平蔵。お頭、浦部様、遊んでる場合ではござりません。
後ろに追っ手が迫っておるやもしれませぬゆえ、先を急ぎましょう。ウサギのやつすっかり力み返ってるな。恋口を切っておりましたようで。恋の口を。平蔵殿がお供に選んだ同心ならば見どころがあるのでございましょう。どこか抜けてはおるが情に脆いやつでな。人を分け隔てなくその心に寄り添うことができる。まるであの頃の平蔵殿のように。大河内先生よ、頼むで。お主が集めたもんに間違いはないやろが。相手はさほどに強いので。まあ念のため褒美金は100両。まことか。玄関に二言はないわい。こんだけあればもう妻子に苦労はかけへんやろ。これで上方を離れるのもよし、どこぞに立派な道場でも建てたらよろしいがな。疲れすぎて食べられないか。無理にでも流し込んだ方がいい。ありがとうございます。なあ、およねさん。はい。あのお方、長谷川平蔵様はな、将軍お膝元の江戸で鬼の平蔵と恐れられているお方ぞ。鬼の？天下を騒がす悪人どもにとってはまさに鬼だ。しかし世の中を平穏に渡ろうとする者にはこれほど頼もしいお方はいない。お前が一人ぼっちだと思うのは構わん。されどこの世にはさようなものこそ助けたいと思うお方もおるのじゃ。拙者はそれをこの目で見てきた。そのためならば鬼ともなるようなお方をな。彦太郎さん、この辺りに泊まるところはないか。ございます。すぐ先に常念寺という寺がございまして、この寺は亡き父の頃から実婚に願っております。そこへ二人を連れて先に行ってくれ。わしは後から来る者を始末してから行く。わかりました。
こちらへ。お米を殺しかけた男とは違うようだ。さすれば後ろにあと何人どのようなものが潜んでいるやもしれませんな。お米、ちょいと見てほしいものがあるんだが一緒に来てくれるか。さあ。おい何をしておる。おいおい、こやつ舌を噛み切り申した。手当てをすればまだ。ここまでするとはな。こやつの後ろに潜む者の力は思いのほか大きいようだ。はい。お米、この顔に見覚えはないか。しっかり見てくれ。何があったか話してくれるな。お米。はい。申し上げます。私は大阪高津の出雲屋という宿屋に奉公してございました。出雲屋、もしや出雲屋丹兵衛が主人の船宿か。はい。存じておるのか。出雲屋丹兵衛といえばまたの名を高津の玄丹といい、上方では名の知れた野心の元締めです。野心の元締め。その裏ではどのような悪行を働いておるやもしれず、いかなる悪党がそばにいてもそれはおかしくありません。そのことを知った上で働いていたのか。いえ、何か怖い人が出入りしているのは分かっていたんですけど、あとは何も。あの日私はあの男に。おとなしくすれば痛い目に遭わんぞ。おい谷松。谷松はおらんか。声を出すな。騒いだら殺すぞ。気がつくと真っ暗な部屋で寝ておりました。私は慌ててそこから逃げました。廊下に出るとそこも暗くて、どちらに進めばいいのか分かりませんでした。ただ見てしまったのです。
しってえやつだな。はよ殺せ。さすが大阪の役人や。少年が座っとるわい。もっと締め上げますか。もうええ。望み通りこの世からお引き取り願え。しかしこいつが仲間に話していたら、そん時やそん時や。わしも腹くくるしかないわい。それからはとにかく夢中で外へ出て逃げました。京にいる知り合いのところへ向かっていたところを見つかってしまって。お米は殺されたその男を知っておるのか。はい、よくお客さんとして来られてましたので。奉行所の同心で稲垣様と聞いておりました。何？大阪町奉行所の同心か。お前さような肝心なことをなぜ今まで黙っておった。申し訳ございません。申し訳ござりませぬ。なぜお主まで謝る。話を聞けなかったのは拙者の失態です。拙者はただ助けようとするばかりで、肝心のお米の気持ちを知ろうとはしなかったからです。お頭のようにじっと待つことも大事だったのです。さあ、無理に話すことはないが、話せることならば何でもよい。お米のことを聞かせてくれぬか。私は親の顔も知りません。育ててくれたのは大和の大泉に住む祖母です。それで大和に行きたいと。はい、おばあさんは大泉の大きな庄屋で働いていて、私も15からその庄屋で奉公するようになったのですが、そこに出入りしている大阪の呉服屋さんの口利きで出雲屋へ奉公に出ることになったのです。そこで働けば今よりもたくさんのお金がもらえて、そうすればおばあさんは働かずに済む、楽をさせてやれると言われて、それで。そうか。うかつに口を割って出雲屋に役人の手が伸びれば、その仕返しでおばさんが殺される。それで何も話せなかったんだな。さようか。私が助かりたいばかりに、おばあさんのことも考えず、つい皆さんに助けを求めてしまっただけです。それでよいのだ。必ずやおばあさんを助けるぞ。なんだ、お米は一人ぼっちではなかったのではないか。人を思う優しい心を隠していたのではないか。
さあもう泣くな。お前は何も悪くないのだからな。な。出雲屋ではさぞ辛かったであろ辛くはありませんでした。旦那様は本当にとても良い人に思えたし、私は身の回りのお世話をしていただけです。およね、お前のおった大きな庄屋に比べたらわしんとこはさぞ狭いやろ。いいえ、こちらの方がとても立派です。大きな船だってありますし、蔵が2つもあって驚きました。そうか。庄屋に蔵はいくつあったんや。蔵ですか。あ、そや、その前に手出し。これお前にやるさかいな。うちではうんときれいにして過ごしや。神津の玄丹はお前から庄屋のことを聞きたがったのか。はい。部屋はいくつだとか、奉公人は何人いるかだとか、たわいもないことを。白虎の谷松が消えた。ええ、目印が急になくなりまして。捕まりおったか。何、死んでも口は割りませんよ。谷松のアホが罰が当たったんや。お米に余計なことしくさって。やっぱりお米は見とったんや。おかげで大泉の庄屋までが水の泡になりかけとる。奴らの足取りはどこまで分かってるんや。放送の村に入るあたりまでです。その辺りにある宿や蔵をしらみつぶしに探せ。伝五郎、お前は大河内先生に知らせ先回りさせるんや。へい。元締めはどうなさるんで。決まっとる。先に大泉へ向かうんや。すぐにここを出た方がいい。長谷川様、どちらへ。このまま大泉へ向かおう。神津の玄丹は盗賊も束ねていたと思う。お米を助けた時追ってくる男に匂いを感じた。盗賊の匂いをな。わしの勘働きってやつだ。同心の稲垣はそのことを嗅ぎつけて殺されたと。それだけとも限らぬが、おそらく神津の玄丹も今は用心深く大阪にはおるまい。お頭、浦部様。あれに見えるは何でしょうか。あれは東大寺じゃ。大仏様のおるところよ。はあはあ。この大和も京都同様、千年の都の面影を感じますね。な、お米。はい。
ウサギのやつだいぶゆとりが出てきたな。頼られているものの強みでしょう。大泉まではあと1時半ほどにございます。待て。貴様は。大泉に行くなら必ずここを通ると思っていましたよ。貴様らも大泉に用があるのか。悪いがここを通すわけにはいかねえな。先生方、あとは頼みましたよ。弥太郎、いや浦部、お米を頼む。は。あの馬を。お米を連れていくんだ。早く行け。はっ。さあ。この先は辻村の御領だ。大官者から人を出してもらうんじゃ。わかりました。まだいい。下手だ。お米、怖いか。いいえ、今は何も怖くありません。よし、お頭、ご無事で。いや。浦部、巻き込んですまなんだ。何をおっしゃいますやら。長谷川様。長谷川様。誰とは存じぬが命をもらい受ける。誰とは知らんが、せっかくの腕を無駄にしたな。それも今日限りだ。
見事に命中したな。なぜここに？話は後だ。残りを片付けちまう。貴様ら！俺は力が有り余っておる。そのつもりでかかってこい。浦部、盗賊の源太は今夜にもお泉の庄屋を狙うつもりだ。先へ行け。長谷川様。失敗したな。奴は昔なじみの軽友でな。100人力だ。承知いたした。玄丹の方はお任せを。許せん。コースの健太。神津の玄丹、神妙にいたぜ。よく大和まで追っかけられたな。下校時の和尚から三条白川の角国屋という旅籠に泊まってると聞き、あそこの親父から奈良に立ったと聞いた。何やら市中で助けた女も一緒だとな。ちょっとしまうぞ。まあ我慢。あの親父よく喋るな。いやー、まあどうもきな臭いと思いながら大和に向かっておったら、怪しい浪人の一団がかけていくのに出くわしたのだ。もし後を持って後をつけてみると、お主のこととなるとなぜかように勘が働くか。それは良き心がけじゃ。心がけではないぞ。
命がけだ。それはまことだ。さ昔はあったな、こんなことは。ありすぎて忘れたわ。本所の鉄の頃からお前さんが人を助けるとろくなことが起きんからな。おい、それならもっと早く出てきてもよかろうが。何を言うか、あの馬を差し向けたのは俺だぞ。あれは助かった。ああ、それにしてもお前さんというお人はどこにいてもお忙しい人だな。何も好んでしてるわけじゃねえよ。浦部さん。よくぞご無事で。岸井様、なぜここに？ああ、訳は後だ。それで高津の玄丹は庄屋に押し入ったところを捕らえ申した。ご苦労だった。千代、お米はどうした？あ、無事に帰りましてございます。ばっちゃん、ばっちゃん、ばっちゃん。お米。ばっちゃん。ばっちゃん。よかった。どないしたんや、およね。あ、よかった。どないしたんや。大丈夫やで。よしよし。よし、よしよし。お前未練はなかろうな。未練？拙者のすがすがしい心持ちに水を差さないでいただきたいです。それはすまなんだ。長谷川様、玄丹は観念し全てを白状しました。出雲屋は道頓堀から出る船を利用し、裏では抜け荷の片棒を担いでいたのです。同心の稲垣はそれを調べていて殺されたようです。さようか。出雲屋丹兵衛、いや高津の玄丹、このお方がお米を助けられたのだ。江戸から参られた長谷川平蔵様だ。長谷川平蔵？鬼平？あの噂に聞く鬼平か？いかにも火付盗賊改め長谷川平蔵だ。わしゃ鬼平に捕まったんか？そうかいな。あの仕掛け人でもあかんかったか。玄丹、おめえも面妖の悪党よ。お米はおめえに優しくされたと信じ込んでおったぞ。あの腕利きの侍といい、よほど人を手なずけるのはうまいと見えるな。はあ、鬼平に褒められるとはこないに嬉しいもんかいな。鬼平こそ
まことに人を手なずけるのが上手やな。褒めたわけじゃねえや。お前は所詮つまらねえ人殺しの盗っ人だ。盗賊改が出る幕でもなかったな。あかんかい鬼兵。鬼兵。おい。長谷川様、それがしから木村殿に一つお願い事をしてもよろしゅうございますか。拙者に？なんだ彦太郎さん。木村殿、まだ独り身の娘が18でな。どうだろう、お主も独り身だと聞いた。嫁にもろってはくれぬか。え？すぐに呼んでまいります。名を妙というお主も太田であろう。よう働く子でな。器量もさほどに悪くは。とんでもない。拙者にはもったいのうござります。いや、お主ならばとこたびの働きを見て感じ入ったのじゃ。それはめでたい。良き話ではないか。千恵がいかがした？気が乗らぬか？いえ、お頭のおっしゃる通りにござりました。拙者にもこの旅で違う景色が見えてきました。木村殿、木村殿、お答えろ。人は誰かを救いながら誰かに救われていく。平蔵にもそのような過去が数えきれぬほどあった。
てめえ本所の鉄だな。なんでまたどこかでつまらねえ恨みでも買ったか。てめえら相手に刃物はいらねえ。遊んでやるよ。いやいや、わしはたまたま通りかかっただけのもんや。しかし大したもんやな。この江戸ではアンさんみたいな若いもんがそれだけの腕を無駄にして生きたはんのか。もったいないの。あんたは名乗るほどのもんやあらへん。なあ、ほんまの強さはそれを誰にも見せんことや。なあ、あんたこのまま生きとってもいずれろくな死に方せえへんやろ。それやったらわしと一緒にやってみいひんか。何を？盗賊やん。いやいや、盗賊言うてもただの悪党違うぞ。誰も傷つけず誰も恥ずかしめぬ由緒正しきもんや。わしの腕を授ける人間をこの江戸でずっと探しとったんやがな。盗賊か。悪いな。それだけはなれぬ。ある人と固い約束をしたのだ。誰かは知らぬが命だけは大事にしろよ。いや、惜しいな。あれはいずれ大物になりおるで。となられた長谷川平蔵様はかなりの使い手と聞き及ぶ。先の打ち壊しでは狼藉の限りを尽くしていた輩どもに南北の奉行も手をこまねいていたが、お先手弓頭の長谷川様が出陣し見事に召し取られたという。
をご老中に買われ火付盗賊改め方を火薬されたとのこと。それを迎える我ら盗賊改めの同心はかようなものかと侮られちゃなるまいぞ。待ったー！しかし酒井殿、それはまことでござりましょうか？周吾、何を申したい？長谷川様に関してはいい噂ばかりではございませぬ。悪い噂も耳にします。悪い噂？はい。何でもごますりが得意で山師のように人をたぶらかすとか、その打ち壊しの時も剣ではなく口先で悪党どもを手なずけただけだとか。バカなこと申すな。いえ、それどころかその長谷川様も若い頃はさような悪党どもとつるんで悪事の限りを働いていたとかいないとか。お頭が皆の鍛錬を見たいと仰せだ。長谷川様。お頭。今話していたのは誰だ？誰が申していたかと聞いておる。それがしです。酒井雄介であったか。ああ、違い申す。いい噂は酒井殿ども、悪い噂の方は拙者が申しました。木村中吾か。よくぞ申した。そなたなかなか見込みがあるな。え？さように噂を集めることこそ火付盗賊改めにとって寛容なことである。どのような噂でも口に出し臆せず当人に確かめることも良いことじゃ。誰でもよい。このわしに挑むものあらばかかってくるがよい。いかがした？このわしを打ち負かしたとて恨みを抱くことはない。むしろ頭として誉れに思うのみだ。それでは拙者がお相手申しまする。やはり見込みがあるな。逃げるとは卑怯にござります。それはすまん。この身が勝手に動いてしまうんだ。ネズミを避けるがごとくにな。ネズミ？おのれ！それまで。分かった。ネズミではなくウサギだ。ウサギまんじゅうじゃ。はあ？そなた芝神明前の歌手松村のウサギまんじゅうにそっくりじゃ。知らぬかウサギまんじゅう。好物です。ウサギ、これからも励めよ。食べることにですか？もうよい。下がれ木村中吾。はい。次は誰もおらぬか。それがしとお手合わせ願いまする。ああ、沢田小平次か。確か小野派一刀流だったな。は。わしも一刀流だ。こちらこそ手合わせ願おう。さすがだ。見事な太刀筋。お頭も。その腕ならば悪党が束になってもかなうまい。酒井も見事だ。だがな、血
死に物狂いになった悪党は綺麗な立ち筋で立ち向かうとは限らん。そこまで。次はそれがしとお手合わせ願い申します。佐島様。佐島忠介、筆頭よりき直々か。よろしいですか。構わぬ。マイスター、さすがに息が切れた。今の足ではそなたにかなうまい。この勝負、そうだな、盗賊改めをお役御免になるまで預かってくれんか。頭の間は恥をかきたくないからな。失礼いたします。先ほどはご無礼つかまつり申した。何、わしこそ。それがしに恥をかかせぬようご配慮いただき、かたじけのを存じます。そんなことはしておらん。それがしとてさような節穴ではござりませぬ。佐島。道場の匂いというやつはいつ嗅いでもいいものだ。心を懐かしくさせるもんだ。はい。つい年がいもなく血気に流行り申した。そう、それをお主と通じ合えたような気がしただけでも満足じゃ。まあ勝ち負けなどはもはやどうでもいい。ああ。お頭。長谷川平蔵は久しぶりに本所へやってきた。まだ彼が鉄三郎という名で呼ばれていた頃、放蕩無頼な暮らしをしながらこの高杉道場に通っていた。そこは今廃墟のようであった。一刀流の剣客で平蔵が剣術を学んだ道場主高杉銀平も今はない。様之助ではないか。鉄三郎。さすがだ。鈍るどころかまた腕を上げたな。よく稽古したもんだ。
お使者様、まだまだ。よくここに。まあ近くに住んでることだしな、たまには通るさ。お主は今どこに住んでおる？押上村の俊慶寺に今も寄宿してるよ。しかし噂には聞いていたが、あの鉄三郎が火付盗賊改になったとな。で今日は本所に何をしに参った？ただの見回りだ。一人でか？誰も盗賊改めとは思うまい。なるほど。本所の鉄、そう呼ばれて岡場所肩で風を切って歩いていた頃が懐かしいな。まだあんだろ。待てね。お前たち本所の鉄を知らねえのか？本所の鉄、鬼鉄だと。やれ！ありがとうございました。おサマ、おめえも落ちたのか。バカ。飲み直しだ。お前のおごりだぞ。なんで俺なんだよ。サマ、お前も落ちたのか。バカ。あの桜屋敷は今もまだあるのか。あ、住んでいるものはすっかり変わったかな。ご門人の方々にこちらを差し上げるよう祖父から申しつかりました。これは結構なもの。ご隠居様にはよろしゅうお伝えくだされ。おふささん、あちらの桜の下でいただいてもよろしゅうござるか。どうぞこちらです。おいサマ、おいサマ、何をしておる。行くぞ。松岡先生のところへこちらを。はい。おふささん、もしよかったらこっちで酒をついでもらえぬか。はい。おい無礼なこと申すな鉄。ああ、いやいいのです。おふささんがさようなことしてはなりませぬ。せっかくだからついでもらえよサマ。継がれるだけが心苦しけりゃおめえの杯をお返しすりゃいいんだ。さしつさされつと言ってな、男と女の仲が一気に深まる。お前ここどこと勘違いしやがるんだ。殴ることはねえじゃねえかよ。ささ無礼であるわ。何が無礼だこの野郎。無礼だ。なんでやんのかこら。おい止めろ。止めろ。何しやがるんだよ。はせや。いし。いがいせんか。バケモンめが。おふさどもご無礼いたしました。いえ。
あの汚れなき人も今いずこか。人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の蚊に匂いける。様の口から気の貫之か。酒でも飲むか。その方が似合うぞ。そうしよう。さあ行こう。行こう。ありがとうございました。失礼いたします。うん、お待たせいたしました。おう様、出家時には一人か。ああ、今もって妻なし子なし金もなしだ。おまけに一家に託すべき夢も消え果てた。いやいや、お前の剣はまだまだ枯れてはおらんだろう。枯れはせずとも桜の木のように毎年新しい花をつけるわけにはいかんのが人の定めというもんだ。お前どうした？一人で書物を読みすぎたか？さよう。わしの心にはこの世の無常を映し出す鏡がある。それを日々せっせと磨いておるのじゃ。手を出すなよ、おふささんに。出したらお前を切る。おめえ俺をそこまで見くびるな。見くびってるわけではない。見くびってるだろ。この俺がおめえの惚れた女に手を出すか。惚れてるなんてお前誰が言った？さっきからおめえがそう言ってるではないか。言っとらん。へえ、惚れてなきゃなんだよ、その真っ赤な間抜け面は。間抜け面だと？ああ、全く間抜けだ。人を脅す暇があったらさっさとおめえが手を出したらどうなんだ。下劣なことを申すな。上品に嫁にもらえと言ってるんだ。嫁？ああ、そこまで惚れてるなら己の妻にできぬ道理はなかろう。俺が今おふささんをここへ呼んできてやる。とっととおめえの存念を話しちまえよ。おい鉄。嫁？おふさ殿、鉄が長谷川が何を申したか存じませぬが。長谷川様には先ほどお別れを申し上げました。お別れ？岸井様ともこうしてお会いするのはこれきりでございましょう。これきりとは？明日私はお嫁に参ります。岸井様は私に何か？いえ、大したことではないのです。もう良いのです。まことにおめでたい。今ひとたびお目にかかれて嬉しゅうございました。どうかお達者で。岸井様もどうぞお達者で。
嫁入り先はあの日本橋の大棚呉服問屋の大宮だと聞いた。桜屋敷のご隠居が決めたことだ。あのご隠居、噂では金に困っていたらしい。おめえいいのかこれで。おふささんだっておめえのことを好いているような気がしたんだ。だから俺は。いいさ。それでおふささんが幸せになれるのなら浪人者の妻となるよりはマシであろう。桜屋敷のおふささんだ。今本所にいるぞ。大宮ではないのか。大宮からは出されたという噂だ。今は服部角之助という百俵取りの御家人のご新造だよ。服部角之助。ああ、この近くだ。やめろって、やめろっつってんじゃないか。さとうする。もう二度と来ねえぞこの野郎。正面かけてやっかな。ああもうつかねえ。え？飛行銃か。お前相模の飛行銃じゃねえか。てったんじゃねえっすか。あるって、あ、今違うか。知ってんのか今の俺を。もちろんですよ。でもなんだかこんなとこで会えるなんてやだな俺。おいすっかり年取っちまった。おかげさんで。なんかどこにいるんだ今。ご鉄世話になってます。シャモ鍋のご鉄か。懐かしいな。行こう。ありがとう。うまい。これだこれだ。味は変わりませんかね。いや昔とちっとも変わらねえ。先代のおやさんの味を見事継いだな三次郎さん。ありがとうございます。よかったねお前さん。こんなお偉い方に褒めていただいて。おかみさん、ここではただの昔馴染みだよ。そうだよ。ここでは堅苦しいことは抜きだよね、鉄。さあ行こう。ああ。ところで彦十、さっきの屋敷では何をしてた？博打か。また博打に行ったのかおじさん。いやまあそれは死ぬまで治らぬ病ってやつだ。けどね鉄さん、彦次のとっつぁんは心を入れ替えて盗みからきっぱりと足を洗いなすったんだ。どうか捕まえねえでやっておくなさい。その通りだよ、鉄さん。ああ、何も今さら彦十の悪事を暴きに来たわけじゃねえんだ。おめえがさっき言ったあの屋敷のことを聞きてえんで。あの屋敷のこと。あそこは確か服部角之助という御家人の家じゃなかったか。そうですよ。その御家人が裏で博打を開いてるってんで、あっしはまだそいつの顔を見たことがないんですよ。服部角之助が博打場を。はん。情がないか。情がないか。
長藩駒揃いました。勝。金六の藩。いっぺんその御家人の面を拝んでやりたいと思いましてね。屋敷の奥の方へ入っていったんです。おい、川屋こっちだ。いや、なんだ。切ろうってのか？面白いじゃねえかよ。切ってもらうじゃねえか。さあやってくれな。やってくれおい。こちとらな、はばかりながら明日へも知らない爆手打ちだ。はばかり探して切られたら面白いやしゃれんだらな。ははは。やってくれ。その代わりな、姉よ言ってみな。この屋敷はイカサマ屋敷だって言いふらしてやっからな。それでもいいならさあやってもらおうじゃねえか。おい。どうしたんだい？何の騒ぎだい？いえ、こいつがうろちょろしてたんで。誰だい？姉さん、いやあっしはご覧の通り老いぼれのただの爆手打ちでただの客でござんす。年取ってね、このしょんべん近くなっちまって、で川屋探してうろうろしたらこのお侍たちが。あんまり年寄り地面じゃないよ。さっさと追い出しな。はい。出てきたのはこれが女でしてね。女？ええ、多分御家人のご新造じゃねえですかね。これがまた年間なんですけど枯れてねいい女でしてね。鉄さん、他に知りたいことあったら何でも言ってくれ。俺はまた鉄さんのためだったら何でもするから。それじゃまた頼りにするか。いいのか？もちろん。いや、なんか嬉しいや。相模の彦中。なあ、俺が本所にいた頃妙に懐いてくれていた年笠の言ってみりゃ悪い仲間だ。今までそのお方と一緒にご酒をお飲みになっていたのでございますか？その彦十といい岸井様之助といい、今日は随分懐かしい顔と出会ったものだ。たまには己の育ったところを歩いてみるもんだな。本所は私にとっても生まれ育ったところでございます。ですがその頃のあなた様のことは何も知らなくて幸いでございました。まったくだ。知っていればわしの妻にはなっておるまい。悪い噂だけは知っておりましたけれど。そうか。さすがは久枝だ。しかしこれは知るまい。わしと様之助はな、昔その彦十に誘われて盗賊になりかけたことがあったんだ。盗賊に？ああ。一人頭50両になる、そういう仕事あるんですけどね。盗みか？バカ、それだけはよせ。いや、盗みと言ってもあしらの務めは人を絶対に傷つけねえ、取られて困るもんから決して取らねえって、そういうもんでさ。前から彦十の言うその務めというのがどういうものか一度知りてえと思っていたんだよ。おい、鉄。おい、彦十が頭か？いやいや、あっしはただの助働きで信用のおけるやつを集めてほしいって頼まれたんです。頭はどんなやつだ？それがどんなやつか誰にもわからないんですよ。ただ筋金入りの盗人っていうことだけで、人を殺めたり恥ずかしめたり決してしねえ本物の盗人っていうことです。ただね、剣を取らしたらそんじょそこらのお侍もかなわねえ、それぐらい強いっていう噂の男ですよ。武士よりも強い盗人だと？はい。面白い。そいつに会ってみてえな。本物の盗人ってやつに。おい、やってみますか？おう、やってみよう。
そして俺たちは彦十と申し合わせた場所に向かったんだ。よく来てくれた。何をしやがる。それはどなただったのですか？松岡十兵衛。松岡先生。わしと左馬之助が通う道場にいた触覚だ。道場に住み着き、俺たちに稽古をつけてくれていた。長谷川、お前と岸は見込みがある。もっと強くなってこの道場の誇りとなれ。剣の腕はめっぽう強く、俺も様もいずれ先生は松岡十兵衛に道場を継がせる気ではないかと思っていた。それがいきなり盗賊の頭となって目の前に現れたのだ。貴様ら、こんな真似をして何が面白い。高杉先生がこのことを知ったらどう思われるか。このバカ者めが。外せ。長谷川、岸、行く末ある身だ。己を大切にいたせ。それきり松岡先生は道場から消えた。あの時先生が止めてくだされねば、わしは今頃どうなっていたことやら。今頃盗賊の頭になっていたりして。まことにの盗賊の頭ならまだよいが、その頭そのものが刑場にさらされていたかもしれぬわ。笑い事ではございませぬ。すまん。まったく人の世は見抜けぬものよ。今さら何を迷われてるのですか？やっと先生を探し当てたんです。引き受けてくださるまで私は決して諦めませんから。江戸に来たのは久しぶりだ。この本所にはわしの顔を知る者もまだおる。わしだけではない。あなたの顔も知る者がおろう。今さらこの顔誰に見られようと恐れやしませんよ。私はね、先生、死罪とって恐れやしません。とっくに地獄で生きてるようなものですからね。先生さえ味方になってくださるならば、私はもう何を捨ててもよいのです。先生の望むものは何でも差し上げます。あなたのご主人服部殿はそのことを承知しておるのか。わしはまだ一度も会うておらぬが。
この家の主です。先生と私の話はみんなそこで聞いてるんです。先生がどのようにここで振る舞われようと主人は何も言いますまい。いいえ、何も言えないのですよ。いつもいつもごひいきいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。では行ってまいります。行ってらっしゃい。ダメかしら。もったいないわね。もしはーい。大宮さんの方ですよね。何でございますか。いやいや、怪しいもんじゃないんですよ。こちらにおふささんというおかみさんいらっしゃいますよね。あなた様は。はい、おふささんの遠縁にあたるもんなんです。あなた様が。はい。あのおかみさんの。はい。あれわどうも。はい、天ぷらそばお待ちどうさまで。ごゆっくり。はい。どうも。いただきます。ああ、どうぞどうぞ。ああ、そうですか。おふささんはもう大宮さんにはいないんですか。来た頃は幸せそうでしたよ。そりゃ綺麗なお嫁さんでね。私は12の時から奉公に上がってるんですけど、私らなんかにもとても親切にしてくださって。長田ちゃん。あ、おかみさん。いつもご苦労様。はい。あ、ダメ。手が汚れているから口を開けて。おいしい？はい。それがしばらくするとだんだんと肩身が狭くなっていったようです。どうしてですか。子ができなかったからですよ。それでもようやく7年目にできたんですけど、それが生まれる前にもう亡くなられていたんです。あの時のおふささんはもう見ていられないほどで。体を壊すほど塞ぎ込まれて、早く次の子ができればよかったんですけど、今度は旦那様が心の臓を患って急に亡くなられてしまったんです。なんとまあ。
それにしても美味しいですね、天ぷらそばって。あ私天ぷら食べるの初めてなんです。あ、そうですか。はい。食べないんですか？あ、よかったら足のどうぞどうぞ。いいんですか？はい。食べてるんですか、泣いてるんですか。しかしいい食いっぷりだな。食べることだけが取り柄なんです。あれ。親父、天ぷらもう一杯。大盛りで。はあ。ふささんにさようなことが。今分かってんのは大宮にいた頃までで。ああ、久井。この者がこの前話した相模の彦十だ。わしの妻だ。あら、これは奥方様、お初にお目にかかりますの。殿様をその昔盗賊になさろうとされた方でございますか？いや、そんなことありました。おっとおっと。いいんですか、そんなこと言って。久井は何でも承知の上だ。さあどうぞこちらへ。上がって一杯やらぬか。いや、あっしはここで盗賊改の役宅にいるっていうだけで身が縮む思いなんですよ。遠慮なさることはないのですよ。いや遠慮します。飲んだら何喋るか分かんなくなるもんで。それならますます。もう勘弁してやってくれ。彦十はこう見えて忙しいんだ。ちょっと忙しいんです。さあ有吉さん。さあ、半方もう一声。半長半駒揃いました。勝負。物一家の長。Qさん。いやどうもてめが悪いな。50両お貸ししましょう。よろしいのですか？どうぞ。ね、ここの女将は話のわかるお方だと言ったじゃありませんか。うちでは随分負けが込んでしまったようですね。文禄さん、それでとうとう大事なお客の掛けの払いにまで手つけちまったというわけ。それは Q さん、あなたと同じ目に張れば最後は必ず勝つと言ったからじゃありませんか。おっと、人聞きの悪いこと言っちゃいけねえよ。俺がイカサマでもしようとしたみてえじゃねえか。いえ、私は何もそこまで。まあこうしてお金があればお前さんも堂々と店に帰れるだろ。お店は日本橋の大宮だってね。助かります。その代わりこちらの言うことも聞いてもらいますよ。証文でございますか。そんなものはいらないさ。何、ちょいと夜中に大宮の裏木戸を開けてくれたらそれでいいんだよ。そうしてくれたら博打で負けた分は帳消しにして、この50両はお前の分け前としようじゃないか。どうだい？悪くない話だろ。そんな、あなた方は一体。それ以上は聞かねえ方がいいぜ。その方がお前も今まで通り大宮で仕事がしやすかろうよ。嫌です。そんなことはできません。あっそう。嫌ならそれでいいんだよ。この50両博打で負けた分と合わせて100両今すぐこの場で返してもらうだけだ。そんな。返せないのなら大宮に泣きついてごらん。今の大宮の旦那がお前に手を貸してくれるものかね。見捨てられて追い出されるのか。いや役人に突き出されるのが関の山じゃないのかい。
私ならお前を決して悪いようにはしないよ。私を信じていいね。さあ、お食べ。あの野郎。それじゃあその日が来たら知らせっから。はい。おい、イノムシのQじゃねえか。相模の飛行獣丼じゃねえですか。その節は随分お世話になりました。江戸にいたのか。あれこれまたなんか悪いこと企んでんな。そんなことないっすよ。ちょ俺も一口乗せるや、その話。あ、一杯飲もうな。ゆっくり聞こうじゃねえか。ほら行こう。あっちある。岸井様のことは殿様から聞いてございます。わざわざお尋ねくださり嬉しゅうございます。奥方様、老老の身でありながらかようなぶしつけお許しくだされ。一体どうしたというんだ様。そなたに頼みがあって参った。頼みなんじゃ。おふささんのことである。おふささんのこと。その旦那のことだ。服部角之助か。先日話せなんだが、その服部角之助という御家人、かねてよりよからぬ噂を聞く。噂。かの家には素性の悪い者が集まり、悪党と悪党を結ぶ博打場になってるとか。おふささんもそのことを承知の上でいると。さようなことがあるわけなかろう。何も知らずに服部角之助の後添いになったに決まっておる。あのお方のことだ。今頃は服部と縁を切れずにさぞ困っていることであろう。なんとかしておふささんを救い出しちゃってはくれんか。お前は相模の彦十。岸井の旦那じゃねえですか。お懐かしゅうございます。お布施さん、しばらくは幸せに暮らしたそうなんですけど、子ができなかったんですよ。でやっと7年目に授かったんですが、産声を聞くことは叶わなかったらしいです。その後間もなくして大宮清兵衛も亡くなったそうです。
生まれてくるはずだったこと旦那をいっぺんに亡くしたということだ。大宮は清兵衛の弟が後を継いだんですが、この新しい大宮清兵衛が。さあどうぞ。これだけあればあなたももうこの家に縛られていることはないでしょ。ここにいても何にもいいことありませんよ。これ以上塞ぎ込まれて病にでもなられてはお互い不幸なだけですからね。ではお達者で。一つお願いがございます。まだ何か？このお金であの祖父の家を、桜屋敷を私にお譲りくださいませ。あのお屋敷はご隠居の借金の肩代わりとしたもの。兄の嫁として迎えたあなたも何の役にも立たなかった。厚かましいにも程があるでしょう。はっきり申しましょう。あなたはこの大宮にとって疫病神でしかなかったんですよ。誰か塩持ってきてちょうだい。その上本所の桜屋敷も今の清兵衛が売り払ってしまったっていう噂です。帰るところのないお房さんを御家人服部角之助が目をつけ近づいた。まあそういうことか。それで彦十、服部家に出入りしているものについて何か分かったか？流れ働きの盗賊でミノムシの九っていう男に出会いましてね。盗賊？これがとんでもねえ話なんです。おい九よ、さっきおめえといたのは日本橋の呉服問屋大宮の手代じゃねえか。なんでそれよ。いや、声がでけえよ。おめえが絡んでることだ。大宮に勤めに入ろうってことか。図星だ。いけいけいけ。でその絵図描いたのは服部か？知らねえっすよ俺。阿弥陀の松五郎とお頭に呼ばれただけなんだ。阿弥陀の松五郎？何？それがあの松岡先生だと？あの松岡十兵衛のことか？間違いなく。盗人の時は阿弥陀の松五郎って名乗ってんですけど、それが本当の名前みたいで。あの松岡十兵衛が服部家にお房さんのそばにいるということか？どうした様？何か思い当たることでも？どうかお達者で。皆様にもご挨拶したかったのですが、そういえば松岡先生はどうかされたのですか？近頃はお見かけしませんが。あの方ももうここへは戻りますまい。何かあったのですか？あの人は侍ではなく盗賊だったのです。盗賊？わしが話したのだ。お房さんに
おふささんが松岡先生を呼び寄せて勤めを頼んだということか。おふささんが大宮の絵図を描いたということか。旧の話からあっしもそう思います。さようなことがあるもんか。俺には到底信じられん。様、あとは我々の役目だ。よいな、わしに任せよ。大宮清兵衛はここで眠っています。くれぐれも言っておくが、わしは誰も切らぬ。そのような畜生働きはせぬ。分かっております。その代わり身代を潰すほどのお金を盗んでください。それだけで十分です。旦那様、お帰りなさいませ。はい、ただいま。ああ、お帰りなさいませ。使いに行ってまいります。頼みましたよ、文禄。はい。十三殿、退屈であるな。何人も起こらぬ。まことここには盗賊がおるのか。おるではないか。こうしてそばを食べてるだけでいいならそれに越したことはない。十三殿、気楽でいいの。うん、うまい。これなら何杯でもいけそうだ。お主そば屋に向いておるかもしれん。まことか。さようなこと言われて喜べるか。お主も食え、体が温まるぞ。こんばんは。いらっしゃい。旦那、今夜冷えますね。ちょっとおい、ひっつくな。なんですよ、旦那。私も温めてくださいね。姉さん、ダメですよ。この旦那は堅物で、それに女房が怖くていつも縮め上がってるんです。余計なことを申すな。よかったら一つ私が温めてあげましょうか。おい、中国。チューっていうの？ネズミみたい。いえ、ネズミではござらぬ。ウサギでござる。ほら、話し方お侍みたい。あ、姉さんをからかっただけで。大宮に今のところ不審な動きはございませぬ。手代の文禄もいつも通りの務めを果たしているかのように見受けられます。服部家にも不審な動きはございませぬ。ここ数日は博打場も開かれていないようです。不審なきが不審とも言えましょう。どういうことです？博打場を開けばどのようなものが出入りするやもしれんというものだ。現にそれがしが潜り込む手はずでした。さようなことを危ぶんでのことやもしれぬ。この盗賊の頭はよほど抜かりのないものと思われる。何事だ。へい、お頭にどうしてもお会いしたいというやつがおりまして。誰だ。相模の彦十という男です。相模の彦十。昔お頭と馴染みがあるとかで、今度の務めに加わりてとこう申しているんでござんすよ。勤めの話をしたのか。いえ向こうが勝手に鍵つけたんで、昔から妙に鼻の利く盗人なんですよ。してあったのか。いえ、勤めのその日にミノムシの球が足のことを連れてくるようにと
勤めをするその日にか。付け働きってのは昔からそうでしたから、だからその日がいつなのかまだ分かりません。ならば待つしかあるまい。しかしですね、鉄さん、岸の旦那が毎晩のように虎鉄に現れるんです。どうも足が見張られてるような気がして。様がお前を？ごゆっくり。いらっしゃいませ。あら、長谷川様。はい。あ、様、このシャモ鍋の味は昔と変わらずうまいであろう。何を言いに来た？お前こそ彦十を見張って何をしてんだ？何もせぬ。わしはただ知りたいのだ。何を？お前があの松岡先生をどうするかだ。まさか捕らえるわけではあるまいな。盗人ならば捕らえねばなるまい。忘れたのか？今のお前があるのは。忘れはせぬ。忘れぬからこそ道を曲げるわけにはいかんのじゃ。お前はそれで満足であろう。だが何も満足できぬまま死ぬ者もおる。さような者こそこの世には多い。わしは昔高杉先生に伺ったことがある。あの松岡十兵衛という人は何でも善光寺の和尚が妾に産ませた子であると。それならわしも聞いておる。いくら剣術をやっても侍として生きる道はなく、盗賊になるほかなかったあの人の存念を思うと、わしは。お前もあのお房さんも同じだと言いてえのか？思うまま生きている者などこの世にはおるまい。大概は悪党にもなりきれず、この俺のようにどこかで折り合いをつけて生きているに過ぎぬ。いや、お前は真の悪党だ。悪党でなければ鬼だ。それなら鬼としてお房さんにも会おう。さあさあ、鉄さん、様さん、こんなものが手に入ったんで召し上がってみてくださいよ。はい。お、白魚か。春はもうそこまで来てんだな。はい。白魚に卵を落とし三つ葉ゼリを合わせたもんでございます。くれぐれも白魚の目を見ちゃいけませんよ。食べるのがかわいそうな気がしてきますからね。いや、なんとも可憐なものよのさま。ほら、こいつを食べるときいつもこう言いたくなるんだ。ごめん。ごめんよ。またこいつがどうしようもなくうめえ。やはり俺は鬼か。さあ、様さんもどうぞ。やってみてください。あなたは今の火付盗賊改め方のことを何も知らないのか？知りやしませんよ、そんなこと。捕まらなければ関わりないじゃありませんか。
先生はなぜ盗人になったんです？さあ、忘れもした。いい答え。おそらくは退屈だったからであろう。退屈？生きることの道理を見失ったからであろう。それもいい答え。あなたもわしも似た者同士か。火付盗賊改め長谷川平蔵。阿弥陀の松五郎、潔く幕につけ。長谷川平蔵、待っておったぞ。彦十てめえ！やはり犬であったか。それを知りながらここへ来たか。さよう。お主を切るためじゃ。手向かえばまことに切るぞ。面白い。望むところだ。切ってみよ。頭、手出しは無用。そなたらの手に負える相手ではない。
さすがだ。さすがわしが見込んだ男だ。お前が火付盗賊改めのお頭になったとしてな。お前に切られるならばわしは本望だと思った。長谷川、お前と岸は見込みがある。もっと強くなってこの道場の誇りとなれ。このバカ者めや！長谷川、岸、行く末ある身だ。己を大切にいたせ。松岡先生。長谷川。この時をわしは長い間待っていた気がする。これでようやく死ぬことができる。退屈は死ぬよりつらかった。長谷川、よう立派になった。お前たちはここで待て。お房さん、覚えておらぬか。死ね死ね。服部角之助が大宮に押し入った一味は全て捕らえた。離せ離せ。お房、神妙にいたせ。お房、吟味である。旦那様、いってらっしゃいまし。いってらっしゃいまし。松岡十兵衛の最後は武士のように潔いものであった。
あの人は。これからだ。お前も来るか？御家人服部角之助が妻房阿弥陀の松五郎と結託し、日本橋本町の呉服問屋大宮へ盗みを仕掛けたことに相違ないか？相違ありません。なぜ大宮を狙った？恨みでございます。それは金の恨みか？盗人になればかえって大宮に負けることになるとは思わなんだか？そなたが幸せになることこそ大宮を見返すことになるとは思わなんだか？いいえ、私の願いは大宮が不幸せになること、それだけでございます。夫の服部角之助ではなく、そなたが全て図ったことだというのだな。さようでございます。あの家を、博打場を取り仕切っていたのもこの私でございます。誰にも従わず、侵されもせず、男どもを手玉に取り、手前が生きたいように生きることが面白くて、面白くて。何も悔い改めることなどございませぬ。そう。お房さん。あの桜屋敷の隣、高杉道場にいた岸井左馬之助でござる。松岡先生のことを話してしまったのもこのわしだ。覚えておろう。何も覚えてございません。忘れてせいせいしました。立ちませい。お房さんには昔もなく、さらに行く末もねえ。ただ一つ今の我が身があるのみ。それがお房さんの覚悟であったんだ。それを俺たちは知らずにいたようだ。あの人はあの頃よりもずっと美しい。それが悲しい。悲しいの。
間もなくして服部角之助は病死、お房には遠島を申しつけられた。その晩のことである。君の旦那。彦十か。かようなところで何をしておるか。そうか。長谷川平蔵に言われてこのわしを見張っておったか。いやたまたまですよ。それより旦那、ご手伝い熱いのをこうギュッとご一緒しませんか。それはよいな。旦那。どうしたんだよ、朝っぱらから。まったくもう。大変だ。どういうことだ。大宮はその後も看板を付け替え商いを続けた。しかし間もなくして店は傾いた。誰かに大事な証文を盗まれたことが大きな痛手となった。長谷川平蔵が本所の御家人服部家を潰したか。はい。しかもお頭が目をつけていた阿弥陀の松五郎も長谷川平蔵に蹴られたそうです。本所の鉄がとうとう本所に戻ってきやがった。偉そうになりを書いて。その長谷川平蔵のいるこの江戸で一つ大暴れしてやろうじゃねえか。虎蔵、めぼしい商家や屋敷を根こそぎなめておけ。えい、お任せを。長谷川平蔵ね、今のうちにせいぜい我が世の春を楽しめばいいさ。そのうち首を洗って待っておけ。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。今支度しますから。おめえは。お久しぶりです、彦十のおじさん。おまさじゃねえか。
船頭さん、ちょいと船を止めてくれ。へい。船を出せ。早く出せ。人はいさ、心も知らずふるさとは。花ぞ昔のかに匂いけるか。
杯。そんなに飲んで大丈夫？景気づけだ。行くぞ。おう。彦十、死ぬなよ。鉄さんこそ。俺は少なくとも外道の悪党どもより先にはくたばらねえことに決めたよ。てめえは本所の鉄。木助盗賊改め長谷川平蔵、神妙に爆撃して。上がれ。お懐かしゅうござります。おまさか。何年ぶりだ。20年以上が経ちます。さように立つか。田津金の忠助、お父っつぁんは亡くなられたそうだな。はい。私はお父っつぁんの故郷である下総へ行き、そこで縁のある者に育てられました。それから引き込みをしておりました。引き込み。お父っつぁんと同じ道に。はい。それでここへは何をできた。哲さん、いえ、長谷川様が火付盗賊改め方のお頭になられたと聞き、ここが潮時、私はきっぱりと足を洗いました。まことか。はい。そこでもし許されるならば、長谷川様のお力になりたい。犬になりたいと思います。そのために
江戸へ戻ってまいりました。もう一杯。そんなに飲んで大丈夫？景気づけだ。おまさ、俺の犬になんかなることはねえ。密偵になってまた悪党の闇に戻りてえのか。せっかく足を洗ったんだ。おめえの好きに生きろ。これが私の好きに生きるということでございます。お願い申し上げます。ダメだ、帰れ。ちっとも変わっちゃいない。あの人が殿様が本所にいた頃の。おまさ、盗賊の娘だ。因果でございますね。因果だ。火の用心。火の用心。
けろ。あいてございます。何？頭、どういうことだ。私は何もそうしません。金はたんまりあるじゃねえか。へい。虎蔵。この世は無慈悲にあふれてるものよ。なあ、お前が恨まれたら俺じゃねえぜ。化けて出るならこいつにしな。お頭。よし、運び出せ。おい、こっちだ。蔵の中の金は根こそぎ盗まれております。主人の大島屋右兵です。殺されたのは歌人奉公に合わせて17名になります。幼い子供までが容赦なく、賊に抗い争ったような跡は見受けられません。そのような暇も与えず、花から手分けして皆殺しにするつもりで押し入ったんでしょう。中には眠ったまま殺されたことにも気づいていないような亡骸もございました。おそらくは中で手引きした者がいたのでしょう。殺された者の他にいなくなっている者はいないか、通いの者に確かめよう。お、どうした？この者が自らの血で何かを書き残してございます。お？に兵鬼兵。これはもしやお頭のことでは。面白いことしやがる。それはまた芝居がかったことをするものよの。は。お主が盗賊改の任について以来、鬼の平蔵などと交換を恐れられているとは聞くが、
それで盗賊が減るどころかますます盗賊の極悪非道ぶりが目に余る。さように思えるのはこのわしの気のせいかの。恐れながらそれがしが鬼と聞けば聞くほどそれに抗わんとするのもまた悪党の道理にございます。お主は悪党のことがようわかるの。悪を知らずして悪を取り締まることはできません。なるほどの。密告や密偵が盗賊改めには欠かせぬこともまた道理か。いかにも。しかし公儀において町奉行はヒノキ部隊、盗賊改めは三文芝居などと蔑む者もおる。鬼の平蔵を悪党のごとく扱う者もおるのじゃ。お主を預かる身分としては由々しきことと存じておる。夢夢抜かることのなきようしかと肝に銘じてくれよ。は、承知つかまつってございます。平蔵、今度はかように堅苦しい対面ではなくうまい料理でも挟んで一献傾けたいものよの。は、それは何よりありがたき幸せに存じます。若年より備前の神様からも抜かりなきを申しつかった。田島。ああ、奉公人の中に女中をしていた者が一人殺されずに消えておりました。おそらくその者が手引きしたものと。引き込み女か。些細なことも見逃さぬよう賊の行方を追ってくれ。はっ。うさぎ、お前残れ。おい、うさぎ。待て、うさぎ。お頭。おいうさぎ、これうさぎ、またうさぎと野を駆け巡るうさぎを追うがごとく皆の前で呼ばれては拙者の面目が立ちませぬ。木村中吾にもまだ面目があったか。それは安堵いたした。佐島様、許してくだされ木村殿。これは奥方様。殿様は木村殿を何かと頼りにしているだけなのです。いえ、拙者は何もうさぎと呼ばれたくないわけではないのです。殿様も昔は相当に遊び好きでありましたゆえ、木村殿を他人とは思えないのです。え？それでつい購買のように接したくなるのでしょ。ところで中吾、近頃どっか巷で面白そうなところはあったか。さように遊んでばかりはおりません。よいのじゃ。遊びも見回りのうち。悪党が立ち寄りそうなところはこの筆頭与力の佐島よりもお主の方がよく存じておろう。はあ、それでしたらお頭はどのような遊女がお好みで？これ奥方様の前であるぞ。構いませぬ。いや、そっちの方はどうが。こっちはどうじゃ。金回りの良くなった悪党どもは評判のものを食べたがるだろう。それなら神田豊島町の加賀屋の芋酒が評判です。芋酒？はい。亭主に聞きますれば何でも熱湯に浸しておいた山芋をすってそこへ酒を入れたものでございます。練り酒のようなものか？はい。味はいささか癖がありますが何より体が温まり、これをやると立ちどころに精がつきまして6人の相方を一晩に相手することも朝飯前でございます。15！お主の強いことは分かった。
けどな、何事も控えめに申せ。控えめに。なあ。あったあった。ごめんよ。いらっしゃいませ。ご亭主か。ここの芋酒は一品だったな。そんなに一つやってみようじゃねえかってんでやってきたぜ。邪魔していいか。それはありがとうございます。どうぞ。その芋酒を頼む。魚は何があんだ。芋なますが評判でございます。芋なます？蒸した里芋に鯉やスズキのなますをのせたものでございます。芋酒に芋なますか。他に芋飯もございます。芋尽くしだな。こいつはなんと体の底からポカポカしてくるみてえだ。こいつをやると朝までだってお勤めができますよ。マジ。まだ夜のお勤めに精を出してるか。まあそこそこ。いらっしゃいませ。芋酒をくれ。ちょいと旦那なんですよ、急に逃げ出して声をかけてくれたのは旦那の方じゃないですか。うるせえな。目障りだと言っただけだ。わしにまとわりつくな。お足がないならお安くしときますよ。無礼者。汚らわしい手で触るんじゃねえ。大丈夫か。ごめんなさいよ旦那、安いおしらいがついちまいましたね。なんだどうでもいいよ。だな、何も突き飛ばすことはねえじゃねえか。無礼なのはどっちだ。何？ちょいとおやめなさいよ旦那。お客さん。ちょうどいい。親父、その芋酒を姉さんにやってくれ。まあ座って一杯やれよ。はい。旦那が私を買っておくんなさるんですか？いや、ほらそっちはもう上がっちまったよ。上がった？すごろくですか？そう。人の道もすごろくと同じだろう。上がることもあれば振り出しに戻ることもある。面白い旦那ですね。すごろくと違うのは手前では才を触れないってことですよ。ことに女は。そんなことはねえ。それはてめえで才を振るのを怖がってるだけのことだよ。おめえはちゃんとてめえで才を振ってるじゃねえか。旦那、昔はずいぶん遊び慣れたお方だったんですね。そんなことわかるか？わかりますよ。私らのようなもん人並みに扱っておくんなさるからさ。人並みって人じゃねえかよ。おめえも俺も。
この親父もなあ。うめえなあ。親父どこで修行したんだ？へえ、八尾美濃でしばらく。芝大門の八尾美濃か。さてしたもんだ。どうだい、うめえか？え、うめえとよ親父。ありがとうございます。それじゃあ私はそろそろ商いがありますから。旦那、ごちそうさまでした。気をつけてな。旦那も。どれも絶品の芋尽くしだったで。ありがとう存じます。あ、さっきのヨタがこの辺りでよく見る顔かい？いえ、初めて見る顔でございます。そうかい。またよしてもらうぜ。お待ち申しておりやす。ありがとうございました。そうか、金づるの人斬りか。誰に雇われた？死ね。何やそれ。待て。住み寄りせい。盗賊改めだ。長谷川様。あの袋を清水門外の役宅まで運んでくれ。はっ。親父、俺に何か言いてえことでもあんのか？つけるのがうめえな。ご苦労。お帰りなさいまし。一緒に酒飲んだのか？ええ。話してみればなおさらただの浪人とは思えませんでしたよ。切られたやつから足がつくことはねえだろうな。それはない。素性も知らぬ同士だ。鬼兵のやつ。人を殺すのがよっぽど好きと見える。今に見てやれ。虎蔵。へい。次に狙うところだ。
おめえがなんか隠してることぐらいすぐ分かっちまうんだよ。なんでか分かるか？おめえに惚れてるからよ。頭、もうむやみに人を殺すのはおやめください。俺が殺してんじゃねえよ。鬼平だよ。鬼平がやってんのよ。俺もおめえも鬼平と違ってな、人を殺しておきながら生き直すなんてことはできねえ。悪党は死ぬまで悪党。頭。けどな、俺鬼平みてえなやつこそこの世で最も手に負えねえ悪党だ。それを忘れるな。ごめん。芋酒屋。芋酒屋。おらんのか。加賀屋の亭主が消えました。そうか。やはりあの親父に何かあるな。お頭を狙った浪人者の一味でないとしたら何があるのでしょう。中吾、加賀屋の親父の人相書きは作れるか。それはお任せください。この木村中吾、一度見た顔は忘れません。ただ一つの取り柄でございます。ここだ。お、いらっしゃいませ。シャモ鍋ですか。いいですな。お前さん。来いよ。これは哲さん。哲さん。ちょいとまだ早いが邪魔するぜ。おお、哲さん。哲さん。あら、これは。うさぎの旦那もご一緒でしたか、どうも。あ、彦十だ。この彦十とは古い付き合いでな。今はわしの密偵だ。密偵ということは元は盗賊。うさぎの旦那、とりあえずどうぞどうぞ。うさぎということまで存じておるのか。はい、よく存じておりますよ。あら、確かに芝神明前の菓子坊松村のうさぎまんじゅうそっくりでございますね。そんなことまで存じなくてもよい。お頭も口が軽い。お前の好物だろう。好きではなくなりました。おまさ、お前。ここにいればお会いできるかと思いまして。あのね、てっつぁんに許してもらえるまでって毎日こう来てるんですよ。お頭も隅に置けませんね。バカ。そうもうすぐできますんで召し上がっていってください。はあ、うまい。これは絶品だ。いや、しかしここの亭主も密偵でございますか。あっしはただの料理人でございますよ、旦那。旦那、うさぎもさばけますよ。へい、よせよ。彦十も三次郎も昔からの馴染みよ。そなたも昔馴染みで。はい、本所にいた頃の長谷川様の悪さぶりをつぶさに知っているものでございます。おい、おまさ。お頭はそんなに悪かったのでござるか。悪かったですよ。あのね、本所の鉄とか鬼鉄とか呼ばれて、その辺の無頼から怖がられてたもんで、あっしはね、その強さに惚れ込んで一の子分にしてもらったんです。鬼鉄か。なんだそれじゃ今と変わりませんな。
その頃のお頭は女は苦手でしたかな。なんの岡場所に入り浸り。それじゃあ拙者のこと言えませんな。あの頃ね、確かね、おろくって女にぞっこん惚れ込んでましたよな、おばさん。はい。ああ、もういい加減にしてえか。それより中吾、あれを出せ。あれ？いや、そうでした。こいつを探してるんだ。お、どこぞの盗人の一味ですか？そいつがわからねえ。神田利島町で加賀屋って芋酒をしてたんだが、俺をつけた後気づかれたと知っていなくなったんだ。お頭はその加賀屋を出たところで賊に命を狙われたのだ。この男がその一味かどうか探るんでございますね。芋酒。もしかして。何か心当たりがあるのか？もしこの男を見つけ出したら、私を密偵にしてくださいますか？それはならぬと言ったはずだ。知ってることだけを話せ。見つけなくてもよいのですか？おい。いらっしゃい。ご無沙汰しております、与右衛門さん。お忘れでございますか？田津金の忠助の娘、マサでございます。田津金の娘か？はい。もうさ、これに詐欺原の九兵衛ってもんだ。九兵衛殿か。今度こいつを芝大門の八百美の板場へ下働きに出そうと思ってんだよ。大国の与右衛門がまた悪いことを企んでやがんのか。それに乗らないかい、忠助ども。八百美のか。どうも体がな。こいつが作る芋酒ってのがちょっと面白くてな。お勤めの役にも立つぜ。あの頃が懐かしいな。そうかい。あんたもお父っつぁんの後を継いじまったのか。与右衛門さん、一人じゃないんですか？おう。大丈夫だ。田津金の忠助の娘だ。覚えてねえか？殿様、まことにお政さんを巻き込んでよかったのでございますか？何？お政は幼き頃より人の裏側を見て育ったんだ。己の身を守る術は心得ておる。無茶なことはいたすまい。あさりあさりあさり。どこ行こうってんだよ。わからねえ。世話になったな。
待っておくれよ。火付盗賊改め方に追われてるんですか？ああ、おそらくな。その訳を私に話してもらえませんか？お前さん、何を考えてんだ？きっと悪いようにはしませんから。あそこですか？ああ、千光問屋の大島屋が襲われた後、俺はここまで後をつけた。盗人の風上にも置けねえやつらだ。この世は無慈悲にあふれてるものや。その一味の中に芋酒屋に来たヨタカもいたんですね。ああ、けれどそのことを伝えれればこっちの素性が分かっちまう。それで逃げたんだ。何してるんだ？あんた芋酒屋の親父さんかい。お前は誰だい？へえ、これは大したもんだ。ずっと一人働きだったのか。へえ、大島屋で玉坂俺たちと勤めが勝ち合ったってわけか。で、おめえは何者だ？この九兵衛さんとは昔からの知り合いで、流れ働きの引き込みをしているマサって言います。引き込み女か。はい。芋酒屋に鬼兵が来たのもたまたまだってのかい？へえ。それでこの九兵衛さんも鬼兵から逃げる羽目になったんです。そいつは残念だったな。鬼兵に捕まってる方が俺たちに殺されるよりよっぽどマシだったかもしんねえ。待っておくんなさい。私も九兵衛さんも一味に加えてもらえないでしょうか。私も同じ盗賊として鬼兵が憎いのですよ。なるほどな。肝の据わった女だ。見込みがありそうだ。ありがとうござんす。おまささんからはまだ何も知らせがないのでございますか？ああ。おまささんは若い頃の殿様のことがよほど忘れられないのでございましょう。バカな。あの頃のおマサはまだほんの子供だ。なればこそ忘れられぬのでございます。わしにとっては本所の盗人酒屋が家であった。ほら、哲さん。寝るなら上にお上がりって。おマサを誠の妹のように思っていたのだ。こんなところで寝たら風邪ひくよ。お前さ、俺には帰るところがねえんだよ。だから別に帰らなくたっていいよ。私はずっとここで働く。だから哲さんもずっとここにいたっていいよ。お前さ、よく言った。間もなく父親が今日の町奉行に命ぜられて、わしもそれに従い江戸を離れた。お正とはそれきりだ。戻った時にはもう盗人酒屋はなく、
お政はあの頃のままいつまでもわしの中に残った。それはお政さんの中でも同じでございましょう。もしわしが家を捨てあのまま本所にいたのなら、お政も盗人になることはなかったのであろうか。何をしてるんだい？ああ、今度の狙う家の絵図面を見せてもらおうと思ってさ。向島の大村、これかい？それは違うよ。こっちだ。浅草の松の屋だ。そうかい、ありがとう。私を信じてくれたんだね。引き込みをやってると同じ匂いのする女はすぐに分かっちまうのさ。そうだね。お兄さん、あんた鬼平に会ったんだってね。はあ、この目で見たよ。どんなやつだった？そうだね。私は鬼とは思えなかったよ。盗人にとっちゃ確かに鬼なんだろうけどさ。そうだよね、芋酒屋さん。だが抜け目のないお人だ。その鬼平に言われちまったよ。私はちゃんと手前で才を振って生きてるってさ。本物の盗人ってのは人を殺したりはしねえもんだ。お頭だって前はそうだったんだよ。勤めには用心深く、むやみに殺したりはしなかった。変わっちまったのかい？鬼平が盗賊改めになった途端にね、なんだか人が変わっちまったように恐ろしくなって。どういうこと？お頭は鬼平を心底憎んでるみたいなのさ。引き込みなんてやってると人柄を見抜くのが性分になっちまってるだろう。私にはもう鬼平を憎めなくなっちまったよ。おりん、お頭。おめえ鬼平に惚れやがったな。何をするんだい！お兄さん、しっかりお兄さん！お兄さん。お頭。お兄さん！お頭。私の、お頭のことだって憎めない。お兄さん！お兄さん！お兄さん！おめえたちも裏切ればこうなる。お兄さんは何もしちゃいないじゃないか！わめくな。おめえがこの女の代わりをすれば済むことだ。そのために生かしておいたんだ。さて、これから引き込み先へ行ってもらおうか。分かったよ。虎蔵。その前に着替えを取りに戻らせておくれ。
おまさからまだ何もないのか。何もない。あれから半月経つってのに、てっちゃん、なんかおかしいよ。ぬか漬けたくあん。いい柄じゃないか。他の色はないのか。はい。赤いのがいいね。ごゆっくり。芋漬けぬか漬けたくあん。漬物屋さん。へえ。芋漬けくださいな。ありがとうございます。よし、明日もまた来ますよ。うん。ありがとうございます。彦さん、彦さん、おまさか。違う。今下にこれにそっくりなものが。うん。ここの様鍋は江戸随一だね。どうも。どうする彦さん。おかみさん、お勘定。ありがとう存じます。おかげでいい腹ごしらえができたよ。ありがとうよ。またお越しくださいまし。お前さん、これん？さっきのお客さんが落としてったよ。え？かんざし。これは浅草松の屋大棚の呉服屋です。これを芋酒屋が。えい、これで腹ごしらえができたって言ったそうです。腹ごしらえ。はい。では今夜か。もしやそのことを知らせに。おまさだ。これはおまさが知らせてきたんだ。おまさが。てっさん、起きて。起きて。あ、そうだ。そうだそうだ。あ、どうだ。綺麗だろう。さあ、今刺してやるからな。よし。お、似合うじゃねえか、おまさ。おめえに買ってきたんだよ。嘘だ。誰かにあげるつもりだったんでしょ。おろくさんに。そんなことねえよ。おめえのために買ったんだよ。
若い頃のお頭は放蕩無頼な暮らしをしていたと聞く。若い時の名は鉄三郎、本所の鉄、鬼鉄などと呼ばれて無頼どもから恐れられていたようです。剣はそれがしと同じ一刀流の使い手。無頼どもなどひとたまりもあるまい。されどさように悪党と紙一重であった者が火付盗賊改め方のお頭に疲れようとは、それでまことに悪を憎めるものであろうか。お頭が悪党の女に情けをかけていると。どうかされましたかな、小野十三殿。いや、何でもござらん。またぼんやりとして。かたじけない。それでは切られますぞ。おい！火付盗賊改め長谷川平蔵、神妙に立て。鬼へ手向かうやつは切れ。探せ！はっ！船も知らねえよ。はっ！
頭の名を言え。網切り？網切りだな。網切りなんだ。網切りの甚五郎。網切りの甚五郎は逃げたよ。まだ生きてる。それならこんなところにいちゃお前さんいけねえよ。ここへはもう戻らないさ。お前さん、あんた犬なんだろ。なんで鬼平のところに戻らねえんだ。網切りの甚五郎を捕まえるためさ。許せないんだよ、どうしても。お凛さんを散々使い回した引き込み女をあんな風にむごたらしく殺すなんて。ここへはせめて花を手向けるために戻ったのさ。捕まえるったってこれ以上どうするんだ。九平さん、もう一度頼みを聞いてくれるかい。私の最後の頼みだ。逃げられると思うなよ。私の最後の頼みだ。私は捕まるよ。え？私の行き着くところが甚五郎の新しい隠れ家だ。それを長谷川様に知らせておくれ。待ちなよ。あんた何もそこまで。どうせいずれは地獄へ行く身。それなら甚五郎と差し違えてやるよ。思い出したよ、お前さん。おめえ、数金の忠助の娘だろう。本所で盗っ人酒屋なんて店出してた。そこに本所の鉄が入り浸ってあったよな。本所の鉄を知ってるのかい？知ってるよ。おめえ、土壇場の勘兵衛知ってっか。俺はな、そのせがれだ。すぐに死ねると思うなよ。おめえもどうせ鬼平に惚れてんだろ。おめえの中にいる鬼平を引きずり出し、な
炙り殺しにしてやるよ。おめえはそれを見ながらゆっくり死んでくんだよ。忘れ物だぞ。待ってたぜ。芋酒屋神妙にいたぜ。おまさに頼まれてお前が密告したんだろう。おまさは今どこにいる？長谷川平蔵。やよにへてめえ何をしてやがった！せっかく教えてやったのに網切りの地頃を取り逃がしやがって、何がおにえだ！鬼が聞いてあきるな！無礼な口を聞くな。俺はな、一人働きの盗人詐欺腹の九平ってんだ。よく覚えとけ。てめえらみたいな間抜けにゃ捕まえられるわけもねえっちゅうこった。分かった分かったよ九平。分かったから、おまさはどうした？おまさどこにいるんだ？渋江村の化け物屋敷と呼ばれてるとこだ。そこがジングルの新しい盗人屋だ。早く行ってくれ。お朝さんが命を懸けて突き止めたんだ。どうせ伊豆では地獄へ行く身。それなら神護堂と差し違えてやるよ。お朝さん、もう命を捨ててるんだ。殺される前に早く行け。助けてやってくれ。助けてくれ。集合。はっ。彦十馬だ。馬の用意をしろ。おまさ、バカなことを。おまさ、もうダメだ。足も馬が欲しい。哲さん、哲さん、おまさ頼むよ。本所のですが、たった一人の妹を見殺しにできるか。ありがとうよ。貴様、その女の色か。そうよ。
てめえらを許すわけにはいかねお頭！お頭！お頭がお一人で。生きてる者は捕らえよう！はっ！頼みます。待て中吾、そこはいい。俺が行く。網切りの陣五郎は見当たりません。この辺りを探せ。はっ！待て。連れて行け。はっ！お頭。おまさは無事だ。よかった。さあ手貸せ。なあ。九平、出ろ。吟味だ。おまさに大事はない。安心いたせ。さて、下原の九平、一人働きの盗賊であると自ら申し出た一件、偽りはないか。ございません。お前が白状した盗みの数々、申し開きがあらばここで申してみよう。何も申すことはございません。かくなる上は潔く三尺高いところへ行かせてもらいます。ところがな、九平、お前がいくらやったと申しても、やられた方の訴えが一向に見当たらねえんだよ。そうだな、佐島。はあ。お前の盗みは欲得じゃねえだろう。酒好きが酒をやめられねえ悪い癖のようなもんだ。さようであればまだ心を入れ替えることもできよう。なあ九平。いや、旦那、あっしは昔。だから昔のことは分からねえって言ってるだろう。しかし網切りの甚五郎が生きている限り
お前を出すわけにはいかん。お前を守るためだ。しばらくここで辛抱してくれ。それでいつかまたうまい芋酒を頼む。なあ親父。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。網切りの甚五郎がなぜそこまで長谷川様を憎むのか、それが分かりました。なぜだ。元はお六さんのことでございます。お六、仙台堀のおろくか。そうです。てっちゃんが惚れてた。おろく、おめえも飲め。ありがとう哲さん。お六さんは素合い女をしてございましたね。小間物などを売る商いをしながら愛宕やお茶屋の客に身を売ることをしておりましたが、なんで遅ねえかよ。旦那、ちょいとお待ちを。いい子がいるよ。そうか。そのお六さんがいつしか他の商い下手な素合い女にまで客を仲立ちするようになって。乗客だよ。奥さん、恩に切るよ。それで本所深川の岡場所を牛耳っていたヤシの元締め、何の用だい。土壇場の官兵衛の怒りを買いました。この俺に立てつく度胸がありゃ、この先何でもできたろうによ。おろく、思いやがったのが運の尽きだな。元締めがあんまりアコギだから、あの子たちがみんな私を頼るんですよ。何が土壇場の官兵衛だい。土壇場なのはこっちだろ。こうなりゃ潔く殺してもらおうじゃないか。さあ、やっちまっておくれ。この身の程知らずが。これでおめえは死んだ。一生商いはできねえだろうよ。おろく、どうしたおろく。誰にやられた。見ないでおくれよ。哲さんには見られたくない。
ないでおくれったら。おろく。親父、酒をくれ。哲さん、あんたまさか土壇場の官兵衛に。やめなよ哲さん。返せよマサ。おろくは身を売って商いをしている女じゃないか。その元締めが決めた掟に背いただけのことだろ。そんなつらい女のために哲さんが死ぬことはないよ。マサの命とおろくの命、それにこの俺の命と何がどう違うってんだ。人はな、生まれ落ちたところを選べるもんじゃねえ。だからその先で誰を慕うかだけは選べるんじゃねえのか。ついた人を傷つけられて黙っていられる俺じゃねえんだ。おろくを蔑むやつは俺の敵も同じだ。いくらおまさであってもそれだけは許さねえ。分かったか。分かったよ。哲さん、行くなら俺もお供する。もうさ、黙って酒をくれ。父っつぁん。仕方がねえ。出してやれ。ぞおろくと官兵衛のいきさつよく分かった。でもそれが甚五郎とどういう関わりがあるんだろ土壇場の官兵衛には跡取りがいたんです。それが網切りの甚五郎になったんですよ。甚五郎が官兵衛のせがれだと。はい。じゃあ鉄鬼そういうことか。甚五郎は長谷川様が火付盗賊改めになってから凶賊になったと引き込みのお凛さんが嘆いておりました。けれどお凛さんは私にはもう鬼平を憎めなくなっちまったよ。面白い旦那ですね。すごろくと違うのは手前では才を触れないってことですよ。ことに女は。人は生まれ落ちたところを選べるものではない。だからその先で誰を慕うかだけは選べる。昔哲さんに教わったことです。私も手前で才を振ったんですよ。京極備前の神様より長谷川様へご書状を持ってまいった。はっ。いかがなされました？京極様から呼び出された。またお叱りでございますか？まあそれもあろうが、こたびは料亭に招いてくだされたのだ。京極様がひいきにされておられる料亭だ。まあ、いささか気が重いがの。明日は夕げはいらんぞ。殿様、それでしたら明日はここへ
お政さんを招いてはいけませぬか？おまさを。はい。二人で話してみたいのです。いや、おまさも喜ぶであろお政さん、そう固くならずお顔を上げてくだされ。恐れ多いことでございます。どうかお気楽に。私は楽しみにしていたのですよ。かような役宅で寝起きをしていれば、女同士で話をすることなどめったにありませぬゆえな。もったいのうございます。お政さん。はい。さすがの殿様もそなたの真心だけは見抜けなかったようですね。お政さんを巻き込んでしまったこと、殿様に代わってお詫びします。この通りです。奥方様、おやめください。こちらこそ誠に申し訳ございませんでした。さあ、堅苦しい挨拶はこれで済みました。あとはお酒でも召して殿様の昔の話など聞かせてくだされ。さあさあ。遠慮することはないのです。殿様も京極様と今宵はおいしいものをたんまりと召し上がることでしょうから。何しろ向島の大村といえば大臣旗本やお大名にも評判の料亭で、殿様も喜んで参られました。お待ちしておりました、長谷川様。今何と仰せられましたか？向島の大村、向島の大村と仰せられませんでしたか？ええ、さようじゃ。何をしてるんだい？ああ、今度狙う家の絵図を見せてもらおうと思ってね。向島の大村、これかい？向島の大村、奥方様。お越しのものをお預かりいたしましょう。どうぞこちらでございます。佐島殿、佐島殿。京極様がお待ちでございます。ごめんください。よう参られたな、長谷川平蔵殿。網切りの甚五郎。京極備前守の使者だ。昨日はごめんつかまつった。手の込んだことしやがる。まあ一杯やんな。おめえとゆっくり飲んでみたかったのや。この大村の者たちはどうした？
5人残らず銅像の中さ。貴様。皆殺しが一番いいのよ。あとに何にも残らねえ。それによ、跡取りなんてやつ残しておいちゃ一番厄介だろ。なあ！殴り込みだ！勘兵衛。本所の鉄！鉄じゃねえ。俺は愚かだ。てめえこの野郎だ。やだ！うるさい！俺は親父の返り血を浴びたてめえとあの日すれ違ったもんだ。思い出したか。親父、親父！親父、しっかりしろ、親父！大丈夫か？親父、誰にやられた？本所の鉄。親父、しっかりしろ。親父、親父、親父！俺の親父はあれが元で口も聞けなくなって死んだんだ。そうか。お前もあの親父によく似た悪党だ。うるせえ。てめえもこっち側の人間じゃねえか。俺の親父を殺したてめえとこの俺と何がどう違ってんだよ。なるほどな。俺にも昔のツケが回ってきたってことか。さすれば仕方がねえ。じっくりと昔を懐かしんで飲もうじゃねえか。なあ。
うだ。探せ。佐島様。兄貴のチンゴの往生際が悪いね。お凛さんが笑ってるよ。教えてやるよ。わしとお前の違いを。悪を知って外道に落ちるか、悪を知って外道を憎むか、ただそれだけだ。さくな。死にやお前さん、俺も人殺しには違えねえ。お頭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 。ご無事で何よりでございました。お頭、大事ない。さすがにくたぶれた。お頭。お頭。動かぬ方が良いですよ。まだ傷が癒えませぬ。お政さんが気づいてくれなかったら、あなた様はもう。佐島殿が届けてくれたのです。わしは良い味方、良い手下を持ったものよの。はい。それから良い妻を。笑わせるなよ。笑うことではござりませぬ。これでお前は犬だ。いいんだな、それで。はい、長谷川様。
前に頼みたいことがある。はい。同心の中に不審な動きがあってな。盗賊改めの。ああ、小野重蔵という同心。はい、これも。酒も頼む。ええ。大助。ああ。気が来ました。
兄、いつもありがとうございます。おじい、はい。もらったぞ。あ、梅吉さん、いつもありがとうございます。どうぞどうぞ。いいのかい？もう。ええ。死んでるのか？お前が殺したのか？この者は助次郎、お前は女房のお藤だな。それがしは火付盗賊改め方の同心だ。お役人様、正直に申せ。なぜ亭主を殺した？てめえの腹の子なんざ欲しかねえんだよ。私を捨てて他の女のところへ行くつもりですか？おめえにはもううんざりなんだよ。一発の女房面して小言ばっかり言いやがってよ。神気臭くてかなわねえんだよ。俺はな、もともとお前といるような男じゃねえんだ。この子も捨てるつもりですか？ああ、そうだよ。もうじき梅吉兄が来たらな、ここ出てってやるよ。あとはてめえの好きなようにしやがれ。ああ、往生際の悪い女だよ、まったくよ。それで殺したのか？私もお腹の子もこの人がいないと生きていけないんです。それならいっそみんなで死のうと。けれどこの子は強くて痛くもなんともならないです。何も駒で殺すことはねえだろ。お前はいつも酔った亭主に乱暴されてたじゃないか。それなのに
そこまでこいつを頼り切っていたのか。ずっとお前たちのことを見てきたのだ。お前は亭主が何をしているのかまさか知らなかったのか。助次郎は野槌の弥平という盗賊の一味だ。それがしはその素性を探っていたのだ。お前はこの男に隠れ蓑として使われていたんだな。まやかしの女房にされていたのだ。この男がここを出ていくと言ったということは、もうじき大きな盗みを働くということだ。それから間もなくして十三の言う通り野槌の弥平一味が動いた。おとなしくしろ。おとなしく死んだふりをしてるんだ。おとなしくしろ。お頭済みました。おい、声を出すな。久米八、女は我慢しろ。務めを終えたらいくらでも楽しめばいいさ。ああ。お頭、息のある者は誰もおりません。佐島。はあ。こたびの押し込みは野槌の弥平なる盗賊の仕業と思われます。一味であると思われる新鳥越町の小間物や助次郎なる者をここしばらく探っておりました。その者が一味であるという証は？あくまで噂の類でございましたゆえ、その証を小野十三だけに探らせておりました。どうじゃ十三、その助次郎なる者に何か不審な動きがあったのか？は、それが
実は見失ってございます。何？見失った？申し訳ございません。おい、見失ったってのはどういうことだ？その小間物屋は新鳥越町にあるとつかめていたんだろう。それがつまりそこからいなくなったのです。女房は？女房がいると申していたな。その女房も消えました。女房もか？一緒に消えたのか？おそらく。今その小間物屋は？誰もおりません。もぬけの殻です。いつからだ？半月ほど前からです。なぜそれを早く言わなかった？申し訳ありません。いなくなったとあれば、まことそれだけで怪しいではないか。十三殿、なぜ黙っておられたのだ？行方がつかめんとあればどうしようもなく、必死に行方を探っているところでございました。そなたは見失ったことが恥ずかしくて、己の手柄のことしか考えていなかったのでござるな。消えた他に怪しきことはなかったか？他には何も。つまりは何もつかめていないということではないか。それだけの獲物を前にしながら、十三殿はまたぼんやりしておられたか。静かにいたせ。十三、まことに夫婦の行方はつかめていないのか？申し訳ございません。よい。その助次郎と女房を含め皆で一味の行方を追ってくれ。十三殿、いや、先ほどはいささか口が過ぎ申した。許してください。良いのです。中吾殿は正しい。拙者も力になります。その助次郎なる者の女房はどのような面相で？盗賊の女房とあれば良い女か、それともやはり性悪そうな顔をしておるものか？女のことはよくわからない。顔もろくに覚えておらんのだ。ごめん。女の顔を覚えてない？ならば何を見ていたのだ？まったくもって面妖な男でございます。小野十三という者。はい。近頃十三は変わったとは思わぬか？変わった？さていかように？盗賊ならいざ知らず、女房まで見失ったというのはどうも引っかかる。あれは昔からさような同心でございます。まったくもってデクノボーとはあのようなものを言うので。デクノ十三か。それはまたうまいことをおっしゃる。うさぎまんじゅうと競わせたらどちらが強いでしょうね。奥方様。それはまたうまいこと言うな。で、十三は今どうしてる？先ほどいずこかへ出て行きました。これは小野さん。世話をかけるな。小野様。どうじゃ？おかげさまで丈夫に育っています。王子さん、野槌の一味が
大きな盗みを働いた。我ら火付盗賊改は今そなたと助次郎の行方を追っておる。ではやはり夫は盗賊の一味だったのですね。生きておればおそらくその中におったであろう。だが案ずることはない。助次郎は一生見つかるはずがないのだから。それよりもお藤さん、お前こそ誰にも見つかってはならんぞ。どうぞ。うまい。どうした？これで小野様にも会えなくなるのですか？さようなことはない。ここはわしの祖母の縁者の家だと言うたであろう。わしとてもお前と同じなのだ。小野様、申し訳ございませぬ。小野様に何とお詫びしたらいいか。詫びなどいらぬ。お前が赤子と強く生きてさえくれたらそれで。お前が悪いのではない。亭主が悪かっただけなのだ。小野様、私怖い。これからどうなってしまうのか、私怖いです。大丈夫だ。気をしっかり持て。お前身寄りはないと言ったな。はい。子供の頃に母を失い、17で父を亡くしてからは両国の小間物問屋へ下女奉公へ上がっておりました。そこの旦那様の口利きで助次郎へ嫁いだのです。私には誰もおりません。私にはもう小野様しか。お願いがございます。なんだ？名前を、この子に名前をつけてほしいのです。名前か。まだつけていなかったのか。この子にも小野様しかおりませぬゆえ。どうかずっとこの子の私のそばにいてくださいまし。小野様。お藤。お藤。小野様。その頃市中見回りに出た長谷川平蔵は密偵のお政と会っていた。お前に頼みたいことがある。はい。同心の中に不審な動きがあってな。盗賊改の。ああ、小野十三という同心だ。
帰ったぞ。お帰りなさいませ。お弓の具合はどうだ。今朝風邪をひいたと申しておったであろう。はい、よくなりました。母上。お弓、おやすみなさい。どうぞ。うまい。私には誰もおりません。私にはもう小野様しか。お前様、私の実家から15両も借りたそうですね。私には内密にとおっしゃったそうではございませぬか。いや、それは。その金で女でも囲ってらっしゃるのでございますか。何を申すか。その金は役目からどうしても必要だったのだ。女にもそれでは会わねばならぬ時もあったが、それはおそらく盗賊の女房だ。借りた金のことを隠していたことはすまぬ。それほど後ろめたかったのでございましょう。そもそも私が嫁入りした時の持参金がどれほどお前様のお役に立ちましたことか、その後ろめたさはもうお忘れでございますか。30俵3人ぶちの貧乏同心がそこまで恥知らずとは知りませなんだ。おいさ恥とは思わぬならあなたも私を叩けばよいでしょう。さあ返してみなされ。返してみなされ。恥知らず返してみなされ。綺麗だね。おとなしく死んだふりをしてるんだ。おばはん、血頭のところにおった若いもんと違うかな。あなたは二の日のお頭。やっぱりそうかいな。わしの顔を覚えてておくんなさったんで。アホ、悪党が悪党の顔を合わせてどないすんねん。不用心の極みやろ。そうかいな。お前江戸におったんか。ええ。ほんで今誰についてるんや。まだ足歩ってへんのはその目見たらわかるがな。今は野槌の弥平というお頭についております。おお、畜生働きの弥平が。なんや、ついこの間も腰川の薬種問屋へ押し入ったそうやな。いや、あらあんたらか。ええ。江戸の盗人も馬はんも地に落ちたな。血頭の丹兵衛が聞いたら、ああ、さぞ泣くやろうな。あ。わしはとっくに破門されてござんすよ。
身の日の頭はまだ。わしはもうこんな年や。なんぼ山吹色がこうしなったかで墓の中まで持って入るわけにはいきまへんがな。お頭、これで失礼いたします。ああ、もういい。どうぞお達者で。あ、なんや、お腹も赤いな。あのじいさん知り合いか？いえ、ただの行きずりのじいさんで。さあ、あえとこ飲みに行きましょうや。そいつは何です？お気に入りだ。梅吉を見た？はい、柳島の妙見堂で。妙見堂？あれほど出るなと申したのに。この子のお宮参りがしたくて。お宮参りだと？盗賊改がお主の行方を探っておるのだ。なぜそんな危ない真似を？申し訳ありません。ですがどうしても小野様にお会いしたい思いが募って、外へ出ればもしかしたら会えるかもしれないと。お藤、どうかお許しを。分かった。だが今後は勝手に出てはならん。小野様。それで梅吉というのは確か助次郎が兄と慕っていた男だな。はい、神田昌平橋で小川屋という茶漬け屋をしている。あの日もあの人を迎えに来ることになっていた人です。梅吉は一人だったか？いえ、連れがおりました。二人は亀戸天神近くの児玉屋という旅籠に入っていきました。そこは女郎宿。今夜はそこへ泊まるかもしれんな。お藤、よくぞ見届けてくれた。小野様のお役に立ちましょうか？ああ、立つとも。いや、立てずにおかぬ。それなら嬉しい。二人の風体をなるべく詳しく教えてくれ。どうした？誰かつけてくる者がおりやす。別れよ。ええ。おい、十三殿、足！待て！お
十三殿にかような技が。中吾殿、なぜここへ？お頭からあの宿を見張るよう命じられたのだ。お頭が？十三殿、重吾殿。まずい。それは大取り物であったな、中吾。はい。いくらでもおからかいくださればよろしいかと。怒るな。もう一人を取り逃がしたのはお前の抜かりだ。へそを曲げる奴がいるか。申し訳ござりません。そのもう一人ってのは小川屋梅吉ってんだな、十三。お頭はなぜあそこに梅吉がいることを？そなたはなぜ知ったのじゃ？まあそれはいい。ともかく十三のおかげでようやく野槌の弥平一味の手がかりをつかめた。さて捕らえた方は何者であるか。お頭、かの者の名は久米八。その他のことは何も口を割りませぬ。なかなかしぶとい盗賊と見える。どうだ？何も知らないの一点張りです。お前が一緒にいた男は神田昌平橋で茶漬けをしている小川屋梅吉だな。俺は何も知らねえ。ただの雪吊りだ。久米八と言ったな。小川屋梅吉はおめえと同じ野槌の綾兵の一味だな。その隠れ家を話してくれたらおめえにはおめこぼしがあるかもしれねえぞ。そいつありがてえや。何も知らねえ。この野郎。そうつな。はけ。はかるか。十三が嘘をついていると？嘘というより我らに隠し事があるということだ。その女も赤子も隠さねばならぬわけが十三にはあるんだろう。その女ですが、浅草新鳥越町で小間物屋をしている助次郎について聞き込んだところ、助次郎の女房が海月を迎えるほどの身重だったそうで、おそらくはその女房のお藤かと。助次郎の女房を十三がかくまっていると？さすればなおさら助次郎の行方が気になるな。はい。お政さん、十三殿はそのお藤という人に深い情けを抱いておられるようですか？その思いのほどは存じませぬが、深入りしていることは確かかと。男と女の仲だということだな。おそらく。もしやその赤子は？いえ、助次郎を見張らせた折から見てそれは考えられませぬ。赤子は助次郎の子でしょう。十三は日頃は無口でぼんやりしているところがございますが、役目に対しては一方ならぬ熱を持ち、かといって功名心に流行ることはなく、それがしはその実直さを信じてございました。実直ゆえに危うきこともある。十三にもお妻子がいたな。はい。円満であるか？それは。十三は祖父の代からの借金を背負い込み、それを返すため
商人の娘を嫁にもらったと聞いておりますが。その妻とその女房、重蔵は今どちらを大事にしたいと思っておるかの？その女房を選べば皆が不幸になります。小野様、文が届いてございます。文？おいでなさいましたね。小川や梅吉。助次郎がここにいるわけがねえでしょうよ。それは小野重蔵様が一番よくわかってることだ。助次郎は今もあの家の床下に埋まってるでしょうよ。どうした？もうすぐここへ梅吉兄が来ると言っていました。誰だそれは？この人の馴染みの人で神田で茶漬け屋をしている人です。そいつも盗賊の一味か。まずいな。とにかく急いでここから離れよう。それでね、事の成り行きを全部知っちまったというわけです。お藤が今どこにいるかもね。お藤は今頃野槌のお頭に散々責められておるやしょう。貴様、お藤をさらっただけですよ。まだ殺しちゃいません。返してほしければ久米八を逃がしてくださいませんかね。逃がすだけでよいのです。久米八が戻ったら引き換えにお藤を話しましょう。それにあなた様がしたこともあっしの胸だけに収めておきましょう。どうです？悪くない話でしょう。お願いしましたよ。お藤。小野様。警部。あの人はどこへ行ったんです？赤ん坊がひどく泣いてるもんで預かってたんですが。声を立てんな。ここから出してやる。さあ立て。
頭。十三、訳を聞こうか。申し訳ありません。お頭、長谷川様、何卒お許しくださいませ。一旦組八をお見逃しくださいませ。お藤を無事に取り戻しますれば、それがしが必ずまた捕まえます。何卒お頼み申し上げます。それは諦めよ。たとえ久米八を逃がしたところでお藤が戻るとは到底思えん。悪党どもと長く渡り歩いてきたお前にもそれが分からぬはずあるまい。お頭！ならぬ！十三、お前はそこまでしてそのお藤を。それほどまでにしとうておるのか。夢です。夢を見たのです。お藤は男に頼らねば生きられぬ女です。それがしでなくてもよかったのでございましょうが、されどそれがしは初めて夫婦の情というものを知ったような気がしたのです。助次郎の屍を埋めたそれがしにとってはもうその夢の中でしか生きられないのです。お藤を取り戻す法があるとすればそれはただ一つじゃ。久米八、お前だいぶんに人を殺したな。そうだろう。そういう面してるもんな。お前の悪事をここへあぶり出してやる。こんなことで音を上げるなよ、久米八。今までお前の殺してきた者たちが味わった恐ろしさ、悔しさ、苦しみはこんなものであったか。よく思い出せ。心が痛むならそれがまことのお前だ。頼む、助けてくれ、助けてやってくれ。野槌の弥平の隠れ家はどこだ。畜生働きの弥平がおまはんも地に落ちたな。
心が痛むならそれがまことのお前だ。王子稲荷の浦さんと料理屋千曲屋お頭、抜かれやるやせ。分かった。おさらばだ。火付盗賊改め長谷川平蔵、野槌の野兵一党神妙に番付け。お前が野槌の野兵だな。お藤大丈夫か。しっかりいたせ。十三、小野様、迎えに来たぞ。お願いです。あの子に名前を。名前か。ちゃんと考えた。いいなです。さあ帰ろう。一緒に帰ろう。お俊のもとへな。おふじ。ありがとう。お天皇。どうかよろしく。おふじ。
十三はいかがなさいましょう。さてどうしたものかの。それは十三の存念に問うほかあるまい。お頭、かたじけのう存じまする。佐島、己を責めるでないぞ。はあ。そなたであればこそ十三は決してデクノボーではないことを分かっていたんだ。それに間違いはなかった。わしはそう思うておる。その翌朝のことであった。お前様。こたびのこと、攻めは立場をわきまえぬそれがしにこれあり、お藤とお順を守りたい一心でございました。二人にはそれがししか頼る者がいなかったのです。役目を全うできなかったこと、一命をもってお詫び申し上げます。夢です。夢を見たのです。それがしは初めて夫婦の情というものを知ったような気がしたのです。もうその夢の中でしか生きられないのです。殿様。あなた様は十三殿をお救いになったと私は信じてございます。久江。それにしても十三殿の奥方も不憫にございますね。ああ、そなたが案じた通り皆が不幸になってしまった。それでお藤さんが産んだ赤子はどうなります？十三が縁者に預けていったそうだが、そのお順という娘だが。殿様。
楽しそう。かくして平蔵のもとに盗賊の娘お順が残された。お順。お順。心が痛むならそれがまことのお前だ。小房の久米八の自白によって平蔵は野槌の弥平一味を捕らえた。火付盗賊改め長谷川平蔵。その渦中火付盗賊改め方同心小野十三は盗賊の女房お藤に思いを寄せた。しかしお藤は囚われ命を落とす。大丈夫か。しっかりいたせ。あの子に名前を。小川や梅吉は今も逃げたままで十三は自らその身を処した。十三の死後平蔵と妻の久枝はお藤の子お順を引き取った。お順。それから間もなくして平蔵の前にまたしても残虐な盗みを働く盗賊の一味が現れた。10日と間を置かず商家や旅籠豪農の家が次々と襲われた。血頭の丹兵衛。血頭の丹兵衛か。ああ、また出たのか。今度は何人殺したんだよ。皆殺しだっていうやつですね。旦那、今何とおっしゃった。血頭の丹兵衛とおっしゃいませんでしたか。血頭の丹兵衛がどうかなすったんで長谷川様に会わせてください。会わせてください。控え。
わしに何か話したいことがあるそうじゃな。ええ。老番が喋ってるのを聞いたんでございますが、その血頭の丹兵衛というやつは偽物でございます。何、偽物？ええ、本物の血頭の丹兵衛ならば、そんなむごたらしい急ぎ働きはお日様が西から出ても致すもんじゃございません。だが血頭の丹兵衛という焼きを打った木札が残してあったぞ。それは本物と同じです。堂々と他の盗賊に手本を示すようにしていることです。それを偽物がそっくり真似てるだけでございますよ。知っているのか、本物を。19の時まで世話になっておりました。血頭の丹兵衛の手下だったのか。ええ。長谷川様、それは忘れもしねえ。岡崎のご城下で吉野家千助という物持ちに押し込みました時のことでございます。あっしがつい召し下げ女に手を出したところ、お頭はもう大変な怒りようで。お前は盗人のくせにそんなわきまえもねえのか。それでも俺の子分か。それでまあ破門されたというわけです。なるほど。そこでなぜお前は性根を入れ替えなかった。野槌の弥平なんぞという畜生の一味に加わっていたのだ。半端な足の弱さでございます。けど長谷川様と出会ってわしはまた血頭のお頭を思い出しておりました。つまりそうした筋の通ったお人なんで、本物の血頭の丹兵衛というお頭は。おい組八、盗賊の頭と我らがお頭を一緒にするでない。もし久米八の話がまことならば、本物の血頭の丹兵衛はこのまま黙っておるまい。あっしも黙れません。偽物ですよ。今暴れ回ってるその野郎は。久米八、人ってもんは良くも悪くも変わるものかもしれんぞ。足もね、どうもしっくりこなかったんですよね。彦次も知ってるのか、血頭。ええ、顔は見たことないんですけどね。血頭の丹兵衛ってや、その久米八ってやつの言う通り、仲間内じゃ金箔付きのお頭です。私もそう聞いておりました。血を一滴も流さず、女を恥ずかしめず、お金の有り余るものからしか取らないという昔ながらのしきたりを守る盗賊であると。まあ、本物か偽物か、どうも話だけでは判じかねるな。今荒らし回っている盗賊について何か手がかりをつかめると良いのですが、今のところは何も。早くしねえとまた江戸から逃げ出しちゃう。まあ、どっちにしろ今江戸にいるのは血も涙もねえ外道だ。彦次もお政も無理はすんだよ。はい。はい。三次郎、おたえさん、しゃも鍋もらおう。えい、ただいま。はい、お待ちどうさまでした。お、早えな。もう煮えてますから。すぐに召し上がってくださいね。ありがとよ。ところで、あやつは買われるものかな。久米八ですか。まさか俺たちと同じように使おうってんじゃ。サムはもともと戦うために生まれた鳥です。だから肉が引き締まってて
歯ごたえがある。あとは料理人の腕次第でいい味が出ます。日程も同じじゃございませんかね。なるほど。ちょい俺たちはシャモか。久米八のことは分かりませんが、おじさんも私も長谷川様のおかげで変わることができました。いい味だ。どうした？もう死んでるよ。おい。お飲みなさい。他には何か声を聞かなかったかい？聞きました。これで江戸ともおさらばだと。これで江戸ともおさらばだ。いいかみんな、集まるところは島田宿。島田宿。はい、そうです。島田塾、そう言ったんですか？心当たりがあるか？いえ、ございません。心当たりがあるということはやっぱり本物か？それはございません。長谷川様、お願いでございます。あっしがその偽物の化けの皮をひんむいてやりたいと思います。あっしに探らせてください。お前それがどういうことか分かっているか？小川や梅吉もまだ生きている。見つかれば命を狙われよう。いや、あらゆる盗賊がおめえの敵となろ長谷川様、わしはもう生き延びようなんてこれっぽっちも思っちゃおりませんよ。この御用が済み次第ここへ戻ってまいります。そうすりゃ潔く三尺高いところへも上がります。最後に恩義のある血頭のお頭と長谷川様に報いたいと思うだけです。血頭の短兵衛を語る偽物を懲らしめてやりてえだけです。お願いします。お願いします。
東海道の島田宿は昔から繁盛を極め色町も兼ねていた。人の出入りは激しく、盗賊にとっては宿場の盛り場ほど絶妙な隠れ場はなかった。いらっしゃいませ。どうぞ。お一人様。へえ、お伊勢参りですか。そうだ。後から来る連れが追いつくまでここで何日か待たせてもらうかもしれねえよ。ごゆるりと。おう。ところで姉さん、血頭の丹兵衛というのは知ってるかい？血頭？さあ、なんだか恐ろしそうな名前ですね。自ら世間にそう名乗ってるってお方だ。はあ。昔はこの島田宿に馴染みの女がいて、大仕事の後には必ず立ち寄ったと聞いたがね。へえ。お客さん誰なんです？俺もそいつの馴染みよ。まだ生きてりゃ会いてえと思ってな。おめえ方々で聞いてみちゃくれねえか。ええ。うめえなこれ。ありがとうございます。あの久米八というやつ、お頭にうまいこと言って逃げようって魂胆じゃないでしょうね。ここで俺たちが見張っていてどこへ逃げられる？何を心配してるんだ？そうでなければ大いに羽を伸ばして遊んでやろうという魂胆では。何しろここは女郎がうじゃうじゃいる宿場ですからね。お主羨ましいのか？遊びの虫が騒ぎ出したか？誰がそんなこと言いました？そう思ってなければいいのだ。思ってはいます。思ってるのか？小野重蔵殿は遊びの一つも知らなかったゆえにあんなことになってしまったのですよ。それと何の関わりがある？重蔵殿をあんな目に遭わせた盗賊と久米八は同じ一味だったのですよ。平蔵は島田宿へ3人、手前の藤枝へ3人、その先の大井川に4人を分散させ、久米八からの知らせを待つ態勢を整えていた。ああ、俺の世話になった人でな、ここにも何年か前に寄せてもらってるんだ。あらまあ私はここに流れてきたばかりで昔のことは。そうかい。いやな、まだ生きてりゃ会いてえと思ってな。あ、おめえ方々で聞いてみちゃくれねえか。分かった、お任せよ。ほら、飲みね飲みね。昼間っから酔わせやってどうしようって気だよもう。ああ、私声開いてるよ。よかったら。しかし一向に成果を上げられぬまま日は流れた。何、また血頭の丹兵衛が現れた？はあ、狙われたのは芝口2丁目で書物を商っている丸屋にございます。血頭め、まだこの江戸におったか。それがこたびはいささか様子が違っておりまして。何がだ？盗まれたのもいつのことだかわからぬと申しておるようで。お頭、これは一体。
ありがとよ。また待ってるよ。おお、じゃあ頼んだぜ。はいよ。久米八、遊びも大概にしろ。なんですよ、旦那たち。わしをずっと見張ってたんですか？当たり前だ。お頭はお前を見逃したわけではないぞ。分かってますよ。分かってないだろ。お前はここ数日あっちこっちの女郎と遊んでいるだけではないか。特会引っかいの大概にいたぜ。そんなこと言って旦那、羨ましいんじゃないですか？何？とにかくお前はおかしい。おかしくありませんって。あしがこうして遊んでれば必ず向こうから引っかかってきますって。本当だろうな。血頭のお頭は用心深いお方だ。てめえの名をあちこちで出して探してる奴がいると知ればほっとくことはしねえはずだ。久米八、お前今誰に仕えているのか忘れるんじゃねえぞ。忘れやしませんって。こんなところを誰かに見られたんじゃ元も子もなくなりますがね。さあほら離れて離れて。こっちは毎日女郎屋通いで忙しくて寝てないんですよ。少し宿に帰って休ませてもらいますよ。あの野郎、絶対許せねえ。中吾、お前はおかしい。お泊まりいかがでしょうか。ご苦労様でございます。お泊まりいかがですか。どうぞ。長谷川様、これから風呂か。あ、ええ、よし、わしも付き合うか。お前に知らせなければならないと思ってな。何です？血頭の丹兵衛がまた江戸に現れた。え、まだ江戸に？ところがな、今度な手口がちょっと違っていたんだ。手口が違う？狙われたのは芝口で書物を商う丸屋という商家だ。主夫婦をはじめ奉公人に至るまで誰も血を流してはいない。それどころかいつ盗みに入られたのか誰も気づかなかった点だ。盗んだ金はわずか25両。そこには例のごとく血頭の丹兵衛の木札が残されていた。それは本物だ。間違いねえ。本物の血頭の頭がやったに違いねえ。そう思うか？思いますとも。あんまり偽物がひでえ真似するから本物のお頭が黙っちゃいられなかったんだ。たまりかねて誠の働きを世に見せなすったんですよ。亀八、おめえよほど血頭の丹兵衛を信じてるんだな。ええ、誰だって本物のあのお方を知ってれば。お前は盗人のくせにそんなわきまえもねえのか。それでも俺の子分が。すまねえことをしたな。俺はな、久米、わざわざこの名札を置いていくことが盗人の覚悟だと思ってんだ。てめえはその名に泥を塗りやがった。とっとと消しめ。お頭、
との覚悟。めえな。どう？うん。長谷川様、妙な話を小耳に挟んだんですが、なんだ？長谷川様は子を引き取られたとか。それはもしや盗人の子じゃございませんか？あの小川や海吉と組んでいた助次郎とかいうやつは。盗人の子なんてものはこの世にはいねえよ。生まれた時からの盗人がいるかい？俺も妻の久恵も可愛い赤子を我が子にしたかっただけのことだ。いい日和ですね。おじゅん。はいはい。その子は幸せもんだ。あっしもね、二親の顔知りません。お前はどこで生まれたんだ？さあ、それもわからねえ。雪深い山の中でオンバーと呼んでたばあさんと二人で暮らしていたことはなんとなく覚えてますがね、そこにもいられなくなってオンバーと二人で長い旅に出たんですよ。ひもしさとくたびれた体をオンバーに引きずられるようにして必死に握ってたオンバーの手のぬくもりだけは今でもはっきりと覚えております。その次に覚えてるのは雪倒れたオンバーに取りすがって泣きわめいてたことです。一人きりになってどうしようもなく腹が減ってそこからは諸国を転々と渡り歩いて見せ物芸人の一座に売り飛ばされたりそこを逃げ出したりいつの間にか悪い道へ踏み込んでったことはいちいち申し上げるまでもねえことで血頭のお頭と出会った時わしは生まれて初めて親父というものを知ったような気がしたんです。それが破門されちゃざまねえことであれがあっしの運の尽きでござんした。久米八、一つ賭けをしようか。賭け？お前がここで待っている血頭の丹兵衛は本物か偽物か。それを確かめにここへ来たんだろう。俺は本物だと思う。そいつは違うやつ。本物か偽物か、それを決めるのは向こうじゃねえ。お前自身だ。それを忘れるな。じゃあ頼んだぜ。
しお客さん。なんだ。お前さんに会いたいっていう人がいるんだけれど。そこになさる人が。え？はい。どなたさんです？さすがだな、久米。お頭。邪魔するよ。酒を頼む。ええ。俺の名を方々で言ってる奴がいるって聞いてな。調べてみたらお前じゃないか。小房の久米八。何年ぶりだ？15年ぶりです。ええ、お懐かしゅうござんす。俺に何か用か？ええ、お頭は江戸からのお戻りで。なぜそれを知ってる？芝口の書物を商う丸屋という商家へお勤めに入られたと噂を耳にしました。丸屋、それは違うな。そんなとこには入ってねえ。知らねえな。え？お前何か勘違いしてるんじゃないか？いや、そこではわずか25両の金を誰も殺さず犯さず知らねえ間に盗みなすったと。なんでその間抜けた話は。俺はな、久米八、昔の丹兵衛とは違うんだ。お頭。時ってのはな、人を変えちまう。昔のやり方は通じねえ。若い衆も納得しねえ。急ぎ働きでもしなきゃバカバカしくって誰が盗みなんかやるもんかい。けど昔のように木札を残してると聞きましたが。あれやな、昔の俺らしくねえなって誰かが思ってくれりゃそれでいいのよ。一つの目くらましだ。まさかお前が引っかかるとかな。昔の俺は生きがってただけだ。ほら久米、覚えてるか？二の日の木之助なんて盗賊がいたろ。あんな風になりたいって思ってたこともあったが、バカらしくなってやめたよ。久米、お前の方がよっぽど正しかったってわけだ。お頭。どうだ、昔のことは水に流して元の鞘に収まらねえか？と申しますと？俺のところに戻らねえかって言ってんだ。お前もそれを望んでここに来たんだろ？ええ、願ってもねえことでござんす。よし、また一緒にやろう。また江戸でお勤めなさるんで？いや、今度は今日だ。昔のようにうるさくは言わねえ。女をやってもいいんだぜ。明日の夜5つ半頃、7丁目裏の川っぺりに三倉屋っていうタバコ屋がある。そこに来てくれ。そこが今の俺の盗っ人宿だ。ええ。見張りの者にはこいつを見せろ。ええ。出た。
ごめん。おい、久米八。おお、旦那。旦那も付き合ってくれよ。気安く呼ぶな。飲んでおくんなさいよ。わしのおごりだ。バカ、誰のおかげで飲めてると思ってるんだ。おい、それより血頭からつなぎはあったのか。なんじゃ、何がおかしい。お主、とうとう遊びすぎて悪い山にでもかかったか。お頭、久米八からの知らせです。とうとう血頭が引っかかりました。何？明日の夜、久米八は盗人宿に呼ばれたそうです。で、久米八の様子は？それがひどく酔っ払っております。一人で笑ってばかりいて、見ると目に涙をためていたり、悪い病、いや悪い酒ですな。どうもあれは。もしかしてこれはあやつの罠かもしれません。俺はな、昔の丹兵衛とは違うんだ。時ってのはな、人を変えちまう。急ぎ働きでもしなきゃバカバカしくって誰が盗みなんかやるもんかい。どちらさんで？お頭、小房の兄が見えました。入れ。おお、来たな。これを。まあ取っときな。いい品物だぜ。ありがとう存じます。さあ、改めて固めをしようか。こちらはいつでも大丈夫です。大井川では川越人足を50人ほど借り出して待ち構えてございます。あとは久米八が出てくるのを待つだけですね。
こいつが昔俺が可愛がってた小房の久米八や。よろしく頼むぜ。よろしゅうお頼み申します。おっと、やっぱりそうかい。誰かと思えばやっぱり久米じゃねえか。梅吉。なんだ梅吉、お前知ってんのか。知ってるも何もおかしら。俺と久米吉はこの前同じ野槌の弥平一味にいたんでさ。んで、そうかい。その野槌の弥平は鬼兵にやられちまいましたけどね。そうだよな久米。ええ。おかしいじゃねえか久米よ。おめえも捕まったはずだよな。何？そのおめえだけはなんで生きてるんだ。なんでここにいるんだよ。なんでだよ。江戸から駿河の島田宿までやってきて血頭のお頭の行方をなぜ嗅ぎ回ってたんだ。久米八遅いですね。行くぞ。はい。どうしたい。答えられねえのか。久米八、おめえまさか俺を騙したわけじゃねえだろうな。お頭、冗談言っちゃいけねえや。この俺がまさか鬼兵の犬だってんですか。違うよな。随分と焼きが回ったな、お頭。実はそのまさかよ。血頭の丹兵衛、覚悟しやがれ。火付盗賊改め長谷川平蔵。鬼兵、血頭の丹兵衛。長谷川様、そいつが小川屋梅吉です。小川屋梅吉、これは小野重蔵の刃と思え。受けるがよい。久米八、この汚ねえ犬めが。汚ねえ。ああ、俺は汚ねえ。行くぞ。久米八、てめえ鼻から差しがある覚悟で
命を大事にしろ。長谷川様。勝手なことは許さん。今後一切だ。久米八、ここにいたのは間違いなく本物だったか？いえ、偽物です。偽物ですとも。翌日、平蔵は久米八を連れて同心たちよりも先に江戸へ向かった。久米八、今朝方江戸から知らせが届いてな。また血頭が現れたそうだ。え？同じ島口の丸屋へ入って、今度は25両そっくりそのまま元のところへ戻してあったそうだ。それを誰にも気づかれぬうちにだ。やはり本物はなかなか粋な真似をするじゃねえか。一体誰が？焼けたよ。はーい。ごちそうさん。ごちそうさん。置いとくよ。ありがとうございます。あー、違うよ。お待ちどうさまです。おおきに。どうした？長谷川様、ちょっとだけ目をつぶっておくんなさいまし。ほう、なんや、まだあんたかいな。まだ生きとったんか。美濃日のお頭は江戸からですか？はいな。まあ、これから上方へ戻るとこや。お勤めはやめたのでは？お勤めに行くわけやあらへんがな。ただな、お江戸でちょっといたずらしたさかいな。いたずら？血頭の丹兵衛の偽物が出たいうことは知っとるわな。ええ。うん。昔なじみの丹兵衛殿のためにな、ほんまもんのやり口はこういうもんやということを世間の人に知らしめたったんや。なあ、近頃の勤めは物たらしいことするやつばっかりで困るわ。そうでしたか。多分江戸とはこれでおさらばやな。まああとはお前らの好きにしたらええ。ありがとうございます。ご
こっちに酒とサザエのつぶやき2つくれ。はい。長谷川様。分かってる。このまま目をつぶってるよ。ありがとう存じます。名はなんていう？美濃日の木之助。美濃日の木之助。遠い昔どこかで会ったような気もする。なんだか懐かしい盗賊だな。ええ。犯さず殺さず貧しき者からは奪わず、もうあんな本物の盗賊はどこにもいやしないでしょう。ただな久米八、わしが目をつぶるのはいいが、もうじきこの道を酒井たちが血頭の丹兵衛を連れて江戸へ下ってくる。美濃日の木之助が捕らえられた偽物の血頭の丹兵衛を見て何を思うか。盗賊の誇り捨てよったな。難儀なやっちゃ。こたびの賭けはわしの勝ちだな久米八。へえ。それならお前はわしの密偵として生きろ。よいな。お前は変わるんだ。長谷川様。あっしはもう二度と偽物は信じねえ。今度こそは本物だけを見てと存じます。変わってみせます。あかしかし。若造と一緒におったお侍、どっかで会うたような。まあええか。
千代、また京へ帰ってきたね。お前さん、サバ寿司おいしかったわ。せやな。また行こうな。へえ。うん。お前さん、お勤めだけはもうせんといておくれやす。うちの最後の願いや。うちはもうどこへも行かへんで。うわ、今日の冬は寒いのう。大事ございまへんか？え、あ、どっかでうちとお手張りますか？え、あ、いや。大事おへんか？あんたこの辺りにお住まいかいな。いいえ、急いで山花の茶屋に帰らなあきまへんのや。お茶屋？ほんまに大事おへんか？お頭。あ、いや、おじご。今晩もお出かけなさるんで。飯はいらんさかいな。どこぞへまたお泊まりですか？源吉、心配しなはんな。お勤めに行くわけあらへんが。いや、それならそれで足も。アホ抜かせ。お前は女房を大事にしてあげなはれな。藤屋の主人源吉は元盗賊美濃日一味であった。今は女房すらそのことを知らない。おじさんまたお出かけにならはったんですか？ああ。
ますんや。昔は縄抜けの木之助とよう言われたもんや。何したはったんどす？何のためにそんなこと覚えはったん？若いうちはな悪さばっかりしてたさかいな、仲間うちのいざこざでよう縛られたんやから、それからこうって逃げるためや。怖いお人や。ことよ、こうして毎晩わしがお前を独り占めにして店の者に怪しまれてないか？何を怪しまれますんよ。怪しまれるどころか喜んではりますわ。お客はんがついてよかったな言わはって。ああ、そうかいな。そしたらわしの女房になってくれへんかな。わしが死んでも一生お前には苦労かけへんさかいに。どうや？そうやけど、うちには借金がおますのや。なんぼや？100両。100両か。それやったら別にどっちことあれへんがな。その100両の金でお前のことを見受けさせてくれへんかな。ほいでな、老い先短いわしの女房になってくれたら嬉しいんや。どうやら。ほんまにそう思ってくれてはりませんか？ほんまや。嬉しい。わしを信じるんや。今度こそお前を女房にしたるさかいな。いや、幸せにしたるさかいな。お頭、また江戸に戻られるんですか？しばらくじゃ。すぐまた京へ戻ってくる。それではあっしもお供します。それはあかん。わしがこの宿をお前に譲ったわ。お前が惚れた女と添い遂げるという約束をしたからや。その約束だけは果たしてもらわな困るで。これはわしの最後の願いや。お頭。そしてその春、身の日の喜之助はまた江戸に舞い戻った。ごめんなさいよ。身の日のお頭とは8年ぶりになりますかな。そんなもんやな。なあ、捨戸藩。実はな、とっくの昔に足を洗うて、こないな年になって恥ずかしげものうて
今更と思うんやが死ぬ前に最後の務めをやってみたいなとまあそう思い立ったいうわけや。さようで。それで人手をお探しなんですね。まあそういうこっちゃ。いかほどご入り用で。まあ3人もおればええやろ。承知いたしました。けれどもなんでございますよ。今江戸では盗賊改めの長谷川平蔵という者が仲間内では鬼の平蔵と呼ばれ、鬼平がお役を務めているうちは江戸でのお勤めは控えた方がいいなどと申しておりますようで。はあ、噂では聞いたことはあるが、その長谷川いや鬼平はそないに大したお人なんか。そしたら冥土の土産に張尾て見るのも悪くないやろが。長谷川平蔵は元盗賊小房の久米八を密偵にし、深川石島町の船宿鶴屋に主として住まわせていた。ポンペド食べるか。はい、よで。もっと取ったらええがな。はいはい。確か身の日の木之助と言ったな。江戸とはこれでおさらばやな。もうあんな本物の盗賊はどこにもいやしないでしょう。また江戸に戻ってきたか。へえ、そのようで。久米八、どうするかお前に任せる。へえ。なんや、おまんか。お頭。こんなとこで何しとるんや。船でお見かけしたものですから。ああ。お待たせいたしました。おおきに。はい。ありがとうございます。ごゆっくり。猪の日の頭は江戸とはおさらばしたのじゃございませんか。それがまさか浅草に。はあ、鳥越に古い知り合いがおってな、そこを訪ねに行ったんや。それじゃまた京へ戻られるんで。そうや。さてと。拾った命は大事に使えよ。拾った命は大事に使えか。
それで本当に美濃日のお頭は京へ戻ったのかい？さあ、それは分からねえ。鳥越のひょっとして舞砂の捨て蔵かもしれません。心当たりでもあんのか？ええ。両うさぎの角右衛門っていう盗賊の手下で舞砂の捨て蔵っていうじいさんが鳥越の門前で花をやってるんですが、これはどうやら裏では口合い人のようなことをやってるって噂なんです。盗賊の人集めってことか。また勤めをするつもりなんでしょうかね。その花屋を探りますか？念のために様子を見てくれ。いいな、久米八。ええ。あっしにやらせておくんなさい。あれが美濃日かい？やっぱり京へは戻っていなかったんだね。てめえで名乗らねえか。石炉の庄助、火前坊権七、岩坂の重太郎。美濃日の木之助。どうも近頃の若い者としたら一から教えなきゃならねえことばかりで。いいかお前ら、台東美濃日の木之助8年ぶりのお勤めだ。ありがたく学ばせてもらえ。なあ、くれぐれも言うとくが、近頃入りのむごたらしいお勤めはやりとらんや。人様を殺めず、女子しを手ごめにせず、これだけはどうしても守ってもらわな困る。まあそれが不服やというんやったら今すぐここを抜けてくれ。そこもちゃんと言い含めてございます。ええな。へい。それからもう一人引き込みに使ってみてください。おい。ごめんください。ごめんなさい。座頭か。彦の市、こっちの腕と探りの腕は絶品です。なるほど。なかなか便利な目やな。で、どこの壺を押せばいいのです？ああ、狙うのは四谷御門外、ろうそく問屋三徳屋治兵衛方の金蔵や。久米八さんは美濃日を、あとは私が。
かり足洗うたんやなかったんか。へえ、そのつもりでしたが。お頭、足も一味に加えておくんなぜ。またお勤めを企んでいなさるんじゃございませんか。また盗人に戻るっちゅうのか、おまんは。身の日のお頭のもとであれば。もう覚悟は決めたと、そういうことか。分かった。決めた限りはこのわしを裏切るなよ、小房の久米八。ああ、今日は疲れた。すまんがな、明日またここへ来てくれるか。詳しい話はその時にする。へえ、わかりました。身の日のお頭は日本橋の実験棚にある菊屋という宿屋にわらじを脱いでおります。そうか。他の3人は浅草の岡場所に散ったまま、そこから動く気配はございません。身の日が動かねえ限りは動くまい。それから花屋から座頭が出てくるのも見ました。座頭？その座頭はどこへ消えた？座頭の行方は分かりません。申し訳ございません。まあいずれにせよ身の日を見張っていればそのうち分かることだ。長谷川様、わしは身の日のお頭に気づかれてしまいました。気づかれたとはお前が密偵だということか？いえ、そこまでは。花屋から後をつけたことに気づかれまして、宿屋の部屋へ上がるようにと。そこで身の日と話したのか？ええ、そこでとっさにあっしは一味に加わりてえとそう申し出たのでございます。敵の懐に入るつもりか？ええ。久米八さん、あっしが中に入ってできれば務めを止めたいと存じます。そんなことができるのかい？身の日がどこを狙うつもりか、それをお前に話したか？いえ、明日また宿屋へ行くことになっております。その時に話してくれると。こうなったらあっしが身の日のお頭を。無駄だ。おそらく身の日はお前のことに気づいているよ。お前が犬だということにな。そんな、まさか。決めた限りはこのわしを裏切るなよ、小房の久米八。客さん、困りますよ。ここにいたじいさんは。ああ、もう立たれましたよ。どこへ行った？存じませんよ、そこまでは。申し訳ございません。まあそう気落ちすることはない。相手の方が一枚上手だったということだ。お前が見込んだお頭だけのことはある。なあ、犬と気づかれながらお前が無事でいるのが何よりだ。さような盗賊の頭はめったにいるものではない。久米八、もう手を引け。長谷川様。よいな。
美濃日のお頭は谷中にいる。谷中。首振坂の長雲寺という小さな寺の離れだ。今あそこが盗人宿だ。で、つなぎの場所は？谷中天王寺の門前いろは茶屋質屋を訪ねる。そこにいるお園という女に託した。三徳屋の方はどうだ？早速声がかかりましたよ、守備よく。やっぱりな。大した腕だ。どうした？よそ見をするな。間違いござらん。何がだ？座頭の名は彦一。四谷麹屋横丁の長屋に看板を出しております。その長屋に越してきたのは半月ほど前です。腕はすこぶるいいようでたちまち評判となり、近くの武家屋敷や商家からも呼ばれるようになったとのことです。あれは座頭ではござりませぬ。装ってるだけでございます。奴の目は見えていると申すのか？いかにも。それは確かか？はい、確かにあれは二人ともいい女にござり申した。何を申したいのかさっぱりわからぬ。中吾はその座頭がいい女とすれ違い振り返ったと申すのです。間違いござらん。思わず本性が出たのです。見えてなければ振り向きますまい。それはお主が座頭ではなく女を見てたということだ。いい女に気を取られただけではないのか。お主の本性が出たのだろ違い申す。分かったよ。わしはお前の目を信じる。さすがはお頭。おい、佐島、その彦一という者も盗賊の一味と見て間違いなかろう。はあ、彦一の出入りしている屋敷を余すことなく調べ上げよう。私はもうね、飯菜にお前さんにこうして揉んでもらわないと眠れなくなってしまったよ。そりゃありがたいことでございます。このまま眠るまでやっておくれよ。お前さん、夜も遅いし泊まってっていいからね。どうぞ気になさらず。あしらの目に昼も夜もございませんからね。どちらもよく見えます。そうだったね。けど遠慮なく泊まってっておけよ。ごくらくごくらく。旦那、寄ってかない？座頭が優勝がよいか。ほらご覧なさい。あれは相当な女好きですよ。蛇の道は蛇か。
どうする？どうするとは。誰と会ってるか確かめねばなるまい。さようですね。お主が参れ。は、致し方ござりませぬな。ご縁。嬉しそうに。いらっしゃいませ。お松と申します。お松。あ、こちらにお見えになったのはお初にございますか？お初、お初じゃ。なかなかいいところであるな。時を要しそうだな。お松。はい。ここへ座頭の客が来てはおらぬか？座頭の客？どうしてですか？いや、近頃肩が凝ってな。その座頭はなかなか腕が良いと聞くが、どこへ行けば頼めるのかが分からなくて、ここへ来れば現れると噂を聞いたのだがな。ああ、それならお園さんのとこに来ているお客さんですよ。お園姉さんも肩こりがひどくて、あの人が来るととても機嫌がいいの。お園。お園姉さんに私から頼んでみましょうか？いや、よい。もうそれはよいのじゃ。不思議なことに肩のこりも治った。お松に会えたからかの。まあ、嬉しい。また来てくださいますか？また？まだ帰るつもりもないぞ。お松。また来るよ。ええ、また気持ちよくしてくださいましな。いいとも。私はお前は妙に気に入ってしまったよ。見えないのに？私もですよ。宇佐中兵衛、何をしておる？久米八。沢田様、ここで何をする？あの茶屋へ入った男を鳥越の花屋から追ってきたのです。おそらく盗賊です。何？彦の市もいたとなれば、ここをおそらくつなぎに使ってるんでございましょう。沢田殿。あ、久米八。いやー、ちょっと手間取りましたが、やっとわかりました。彦の市はお園という女の肩こりを治しに通っていただけです。その見返りにおそらくいいことも。いや、これからも念のため私がお園を見張りましょう。バカ野郎、そのお園がつなぎ役だ。え？俺たちは引き続き彦の市を見張る。久米八はもう一人のやつを頼む。ええ。行くぞ。はい。
わしの見立て通りや。彦の市はええ仕事しよる。こんな小せえ屋敷に金はたんまりあるんでしょうな。心配になあな。三徳屋は武家屋敷やお目見え以上の武家を相手に商いしとる。この金蔵にはまあおそらく5000両以上の金が眠ってると見てええやろ。5000両一人1000両以上の分け前か。まあこれだけの金蔵があるのに構えは小さいし奉公人も少ない。天津さえ周りは武家や大名屋敷が多くて仕事がしやすいときてる。何年も前からもし最後のお勤めするようやったらここしかないなぁと目をつけとったんや。長谷川様。久米八、どこに行っていた？お前は手を引けと言ったはずだ。ええ。勝手に申し訳ございません。もし一味に捕まれば今度こそお前の命はなかろう。それでも最後まであっしにやらせてください。この上何がしたいんだ。今でも身の火を止められると思っているのか。ええ。もしあっしが犬だと分かっているなら思いとどまらせることができるかもしれません。浅はかだと分かっていてもそうしたいのです。身の火のお頭だけはまことの盗賊です。できることならこのまま捕まらず畳の上で死なせてやりてえ。ああ、火付盗賊改めに言うことか。申し訳ございません。またお越しくださいまし。おかみさん。はい。お調子も一ただいま。おい、渡れ。はい。しかしこのままほっといていいんですかね。身の火の木之助ともあろうもんがそこまでお人よしとは思えません。今度こそ久米八をやるかもしれないです。しかしな、それではなぜ身の火は久米八を今まで放っておいたんだ。身の火も久米八のことは信じようとしているからじゃねえのか。わしも浅はかであるかの。失礼いたします。長谷川様、うちの人がこれをやってみてくださいって。鉛じゃねえか。もうそんな季節か。初ガツオの鉛節をもらいましたんで、きゅうりと合わせて酢で和えたものです。初夏の香りってのはこのことだな。うちの人はよく言ってますよ。鰹節になる前に生でこいつを楽しむ、それが生きる喜びってやつだ。生きる喜びか。大げさな。人として鰹節になりかけてるおじさんにならわかるでしょう。ちょっと待って、誰が人節だこの。どうぞごゆっくり。はいはい。三次郎さんにありがとうって言ってくれ。はい。お前さん。長谷川様が礼を言ってくださったよ。
うめえ。しゃも鍋まだかい。はい、ただいま。彦十、美濃日ってのは夜の道に打ち捨てられた美濃や笠がメラメラとにわかに燃え出すことを言うんだったな。そうです。市民猛量の開花で鬼火とも言われてます。まあ大盗賊の異名としちゃ悪くはねえな。なんでまた美濃日は燃えたか。生きる喜びを感じたからか。久米八。お頭、あっしも一味に加えておくんなさいと言ったはずですよ。あかん。お前は使えん。あっしがここへ来たということはもうお分かりでござんすね。このまま江戸にいては危のうございます。わざわざそれをわしに教えに来てくれたっちゅうわけか。お頭、どうかそのお務めはおやめください。お頭、なぜまたお務めをしようなどと思ったので。どんなに掟を守る盗賊でも捕まれば死罪です。分かった。そしたらな、なんでお前はんは死なへんのや。あ、命が失ったんか。違います。わしは新たなお頭を選んだに過ぎません。そうかいな。そしたらその形は相当大したお頭やいうことなんやろな。面白いな。よっしゃ、分かった。そしたらお前はんの頭が勝つか、このわしが勝つか、最後に一つ勝負してみようやないかい。あんたに勝ち目はない。なんぼ勝ち目がのうても最後までどう生きるかはこのわしが決めることや。ええか、久米八。盗っ人はな、どんなに勝ち目がなかろうと命惜しさにお上におめこぶしをこうような、そういう真似をしてはいかんのや。分かったら早いね。長谷川様。美濃日に会ってきたのか。ええ。お前誰かにつけられていたぜ。え？勤めは急遽今夜に早める。彦の市には知らせてあるんですか。心配しなはんな。どうしてそんなに慌てなさるんで。わしの勘がそう働いたんや。もう飲むな。遅かったな。
急で悪いんやがな。勤めは今夜になった。そうかい。もう一遍はっきり言うとくが、こたびの三徳屋の勤めにあっては殺したり傷つけたりしては決してならねえ。もし手に余るようなことがあったら、その時は全てを諦め引き上げることや。ええか？この身の日の木之助のお勤めやいうことをくれぐれも忘れてもらったら困るでな。犬にもそう言ったのかい？今日ここで会ってた男だ。あれは犬に違えねえ。なんだと？どういうことだ？後をつけたら深川の鶴屋って船宿へ帰っていった。あれは野槌の弥平についてた小房の粂八だろう。これは野槌の下にいたやつから聞いた話だがな。野槌の一味は粂八って犬に潰されたそうだな。あんた奴を粂八って呼んでたよな。人違いや。今からでも遅くはね。俺たちが行って始末してやるよ。おい。はいよ。何が身の日の木之助だ。こんな昔かたぎの老いぼれとまっとうな務めができるか。手に余るようなら殺さず諦めて逃げろだとよ。呆れ返って物も言えねえよ。三徳屋とはさすがに目の付けどころ多い。金は俺たち3人だけでありがたく頂戴してやりますよ。その前に粂八を始末してからだ。ちょっと待ってこい。誰だてめえは。火付盗賊改め長谷川平蔵。鬼平。お頭。友達か。無事でよかったよかった。なぜです。なぜ犬になった足を助けておくんなさるんで。ごめん。この浮世でやり直せるということは考えようによっては
運がええとも言えるんやね。お頭。あんたが例の鬼平犯でっか。あんたの目はこの闇でもよされとる。大したもんや。親父、ようお頭についたな。この金を今日の山原のお茶屋音よって女子に年がいもの大きな夢を見てしもうた。盗人は所詮死ぬまで盗ったよな。お頭。良い日のお頭。久米八、お前京へ行ってくれぬか。長谷川様。おとよか。そいつが身の火を再び燃やしたんだな。こうして身の日の木之助の遺髪だけはお千代の眠る墓へと帰ることができたのである。100両あります。これをあの人がうちに？渡すようにと申し付けられました。嘘やったんです。嘘？そないな借金晴らしまへん。なんでそんな嘘を？怖かったんです。会うたばっかりやのにいきなり女房になってくれ言わはって、100両も借金があると言うたら諦めてくれはると思いましたんや。あんた若い頃のお千代姉さんにそっくりだ。え？お千代？お頭が昔女房にしたくともそうできなかったお人です。それでお頭
かしら。この闇でもアンさんの目は見事に冴えとるちゅう証やな。誰かは知らぬが命だけは大事にしろよ。あんたの目はこの闇でもよう冴えとる。大したもんや。年がいもの大きな夢を見てしもうた。てっつぁん。彦十、お前はなんで盗賊になった？いや、なんでだろう。そんなこと考えたこともなかった。気がついたらそうなってましたから。ああ、俺も同じだ。ほら、娼福の子でな、10歳になるまで母の生まれた家に気ままに田舎暮らしをしていたんだが、いつの間にか旗本の家を継ぐ身となっていた。そうでしたよね。まあ母とうまくいかず、家を捨てて無頼になろうとしたこともあった。いや、おかげでてっつぁんに巡り会えたわけだから。ああまあそれでも結局今の俺になった。てめえの志が何かもわからないうちにだ。てっつぁん昔おまさに言いましたよね。人は生まれ落ちるところは選べない。その先誰を慕うかは選ぶことができる。俺はおまさや組八が買われたのは本所の鉄が鬼兵になったからですよ。これだけは間違いねえ。だから世の中なんてこんなもんでいいんじゃねえですかね。彦十、お前何も変わっちゃいねえな。それ褒めてんですか？喜んでるのは間違いねえ。それじゃてっつぁんも何も変わっちゃいねえし。ありがとうございます。
一人の老盗賊がこの世を去った。お頭、いない日のお頭。身の日の喜之助が最後に企てたろうそく問屋三徳屋への盗みはついに果たされなかった。その引き込み役として三徳屋に乗り込んでいた彦之市は待ちぼうけを食らったのであった。してその彦之市は？申し訳ござりませぬ。見失ってございます。工事屋横丁の長屋もいつの間にやらもぬけの殻でその行方を追うことはできませんでした。いずこかの盗賊の手下であろう。ああ、彦之市を捕らえればその背後にいかなる盗賊が潜んでいるかもわかります。恐れながら彦之市はその後谷中の岡場所いろは茶屋にも現れてはござりませぬ。彦之市が身の人のつなぎに使っていたところか。はっ。十五、さようなところを見張れと言ったか。いえ、拙者が勝手に。彦之市は女好きと見てまた現れるやもしれんと用心深く見張っていたのです。また来てくださいますか？またまだ帰るつもりもないぞ。お松馴染みでもいるのか？いえ、馴染みなど拙者にはおりませぬ。お前ではない、彦之市にだ。いや、お園という女がつなぎ役に金で雇われていたようですが、馴染みとまでは。それでもお主は用心深く見張っていたのか。おい中吾、お主の懐にも用心いたせよ。何をお笑いなさるか。まあよい。手がかりは一つでもあった方がよいんだ。座頭を語る彦之市。盗賊ならばいずれ尻尾を出すであろう。うちの頭が三の松平重の元締めに頼めば間違いないと申しておりました。何でも元締めのところには上物がいるそうで。口な平十郎の頼みとあっては断れまい。その上物をここに呼んでいますよ。見えました。あ、そうかい。何ですこの匂いは。あ、どうぞ。今体をほぐしていたところでね。一、もういいよ。いい。先生、今夜はどうです？一杯だけでも。言ったはずだ。人を切るのに酒も女も無用だと。相変わらずお堅いことで。あんたの頼みを引き受けるためにさような体になった。また相変わらずいい匂いが立ち上がってくる。いつか聞こうとは思っていたんですが、匂い袋でも忍ばせているのですかい？要件を聞きましょう。一つ大仕事をやってもらいたいんだがね。大仕事とは？やるのはたった一人。それというのが長谷川平蔵。さすがにおじけづいたかい？それで？金100両。
いけませんかい？仕事が仕事だ。では150両。なら200両。300両ならやってもよい。300両？分かった。では2日ほどしたらまた来ておくれ。300両とはふっかけやがった。口縄の頭はそれでも出すかい？それは聞いてみますが、あれは何という名のお侍で？鳥が伊織という浪人者だが、まあもっともこの家業に本名を名乗るやつは少ないだろうがね。知ってるやつかい？いえ、おそらく人違いでしょう。腕は確かなんですか？確かだ。もともとは諸国をへめぐっていたそうだが、江戸広といえども奴ほどの仕掛け人は一人いるかどうか。ありゃ闇討ち、辻斬りの名人だ。半金だ。300両でいいそうだ。その依頼主、よほどの大金持ちと見える。まあね。長谷川平蔵の息の根を止めたいというものゆえにか。お前さんも金のためなら仕事を選ばぬところがいい。先生、それではお気をつけて。何者だ？火付盗賊改め長谷川平蔵と知ってのことか？この香り。賊に襲われた？向こうも一人覆面をしていたが、おそらく侍であろう。ただの賊とは思えなんだ。相手を選ばぬ辻斬りの類でございましょうか？さような辻斬りが横行しているようです。いや、あれはわしと知ってのことだ。さすればそのくせ者はお頭が役宅を出たところから付け狙っていたと。つけるのも手慣れたもんだ。しからば何者かが放った刺客とか。まあわしへの恨みより金で雇われたと思えばこそ下せる沈着ぶり。雇ったのは盗賊か？許せんな。
よくぞご無事で。さような資格に切られるお頭か。さようでした。むしろ一人というのが気に食わぬ。我らがお頭も侮られたものです。いや違う。あれは相当な使い手だ。一つ間違えばわしとて難なく切られていたぞ。しかも怪しげな香りを漂わせていた。あれは化粧の匂いだ。切れなかった。切れるはずなのに切れなかった。長谷川平蔵。あの場合大概は振り向く。振り向いた一瞬に隙が生まれ切れたはずだ。鬼平。面白い男だ。どうぞ。はい、綺麗だね。失礼、出かけてくる。どちらへ？何、いつもの見回りだ。さようでございますか。お順。さあさあ、お父上様がお出かけなさいまするぞ。ご挨拶しましょう。どうぞご無事でいってらっしゃいませ。なんだ、今日に限って改まりおって。久恵はさすがに察しがいいな。え？嫌気を楽しみにしておれよ。はい。が化粧の匂い。その影が近づいた時、女かと思うほどだった。女のような侍って。何見てるの？いやいや、まさ化粧の匂いしねえもんな。そんな目立つことしてどうするんですよ。いや、そいつは目立ちてえのか、それとも何かを隠したいか。隠す？本来の己の姿をだよ。鉄さん、仕掛け人ってご存知ですか？仕掛け人？ええ。この世の闇を取り仕切る元締めが間に入って金で殺しを引き受けるってやつらです。まあ殺しにかけちゃその辺の浪人崩れの盗賊とはわけが違う。確かにあれは何人も人を切ってきた立ちさばきだった。しかしそいつを探し出すのならこれは厄介ですぜ。それじゃあまた殺しに来るまで待つほかないか。これを長谷川様に。はい。よいしょ。お待ちどうさまです。お、今日は何を食べさせてくれた？鴨です。シャモじゃなくてカモか。はい。お軽く炙った鴨をネギを入れた卵にトプンとつけまして熱いご飯にのっけます。その上からこの卵をかけてよ食べるんでございます。さあどうぞ。あ、おだめ。俺は。はいはい。おお。おお。おお。三次郎、鴨ネギの卵飯絶品だったぜ。あれは新道親父に聞いたんですがね、かの赤穂浪士大石蔵之介が討ち入り前に食べたものだそうですよ。討ち入り前の最後の飯か。これは縁起がいいんだか悪いんだかわからねえな。
ごめんよ。あ、これはどうも。いらっしゃいまし。ここの名物羽衣せんべいは女房の好物でな。まあいつものように包んでくれ。ありがとう存じます。いつもごひいきに。どうかなさいましたか？曲げか。は？いや、おだぎ、お前さんのその髪につけている油はなんてもんだね。まあ、やはり匂いがきつうございますか。いやいや、ただ闇夜にも香るような甘酸っぱい花の匂いを嗅いだ気がしたもんでな。これは池の畑中町の浪速屋が売り出しました白梅香という髪油なんでございますよ。白梅香。はい、私は年がいもなくもう流行りもんが好きでございましてね。池の畑中町か。これはいい土産ができた。あ、さあな、ありがとう。いらっしゃいまし。白梅香をもらおう。いつもいつもごひいきにありがとう存じます。ありがとうございました。ご苦労様。またどうぞお待ちしております。逃げられ申した。申し訳ございません。向こうははっきりとそなたから逃げたのか、それともそなたが見失っただけか。それがはっきりとは分かりません。その侍は浪速屋を出た後、下谷町の岡場所へ向かい、去る茶屋に入ったのです。それがしは中までつけるわけにはいかず、仕方なく表で待ち申した。日が暮れて夜になっても出てくる気配はなく、そのうち身なりは違っていたが、あの白梅香の匂いを嗅いだので思わず追いかけましたが、すぐに人違いだと気づき戻りました。どうもその隙に逃げられていたようです。なるほど、目くらましにかけたか。目くらまし？おそらく奴は茶屋の女に白梅香を振る舞ったのだ。その女から匂いを移された男が表へ出ていく。ではそれがしは？さよ、気づかれたのだ。奴は堺から逃げた。そなたの目を、いや鼻を欺いてな、まんまと隙をつかれたのだ。おのれ。
しかしこれではっきりしたではないか。その者がわしを狙ったやつに違いはなかろう。顔は見たのだな。しかと。されどこうなっては二度と浪速には現れますまい。何、また近くに現れよう。わしの命を取るまではな。わざわざ呼び出してすまなかったね、鳥貝さん。この彦の位置なら気にしなくていい。見ての通り、お前さんの顔なんざ覚えたりはしないからね。用件は？何？お前さんにしちゃ珍しく時を用意してるようだから心配になってね。鬼兵は切れそうかい？引き受けたからには必ず切る。いつだ？いつとは言えぬ。向こうも用心している。まさかしくじったんじゃないんだろうな。次は必ず切る。そうかい。ならなるべく急いでおくれよ。相手がお前さんから足がつくようなことはくれぐれもないようにね。承知いたした。ごめん、ゴームル。いつまでも侍気取りでいやがる。どうだ一、やはり人違いかい？いえ、やはりあれは私が知る金子半四郎です。母上は悲しいですか？これでも酒に酔った父上にぶたれることもない。さようなことではありません。お願いじゃ。そなたのため、家のため。半四郎、父の敵を討っておくれ。この通りです。よかった。毎度。仕掛けの礼金だ。頼んだぜ。
がとうございます。どけ！逃がすな！逃げ！どけ！逃がしたか。ああ、うまく逃がしたか。抜かりなく。よもやわざと逃がしたとは思われておりますまい。ご苦労。しかし本当に逃がしてよかったのでございますか。捕まえたところで奴は何も知るまい。我らが知りたいのは奴を雇ったものだ。なればこそ奴を泳がせ様子を見るほかないのだ。どうじゃ沢田、本気とあれば切れていたか。わかりませぬ。本気で交わすのがやっとでございました。知りたいのう。本来なれば誉れとされるべき剣がなぜさような案件に陥ったか。お帰りなさいまし。どこに住んでおる？駒込村です。陣右衛門という植木屋の離れを借りて住んでます。ご苦労だった。おまささん、これは奥方様。それでその人は恐ろしい人なのですか？恐ろしい人とは思えませんでした。どちらかといえばおとなしい人に見えました。おとなしいか。はい。まるで人から隠れるようにひっそりと暮らしているみたいで、あれじゃあ何のために金を稼いでいるのか、何が楽しくて生きているのかわからないといったような暮らしぶりです。人を切ることだけが楽しいという人間もおる。恐ろしい。久井、そなたには何も話してはおらなんだが、気づいていたか。何も知らぬゆえ、ただ恐ろしくなることもございます。案ずるな。やつとてあの白梅公はさような己を恐れてのことやもしれん。人とはまこと面妖な生き物じゃ。何事も見極めるまで決めつけてはならんぞ。はっ。ごめんくださいまし。悪いけど間に合ってますよ。そうじゃないんですよ。あちらに住んでいるお侍さんについてお伺いしたいんです。何をだい？あのお侍さん、いつもいい匂いをさせてませんか？何を使ってるのか、それが知りたいんです。確かにいい匂いがするよね。匂い油か紙油か、あんな匂いのするものを私も売ってみたいと思いましてね。お侍さんを訪ねてみても構いませんか？
それはやめときなよ。どうして？いやちょっとね困るんだよ。ここにいることを誰にも知られたくねえというお方で。知られたくない。何か訳があるのでございますか？実はさ、本当に誰にも言わないでくれよ。はい。親の敵を討つ身だというお侍さんなんだ。まあ。仇討ちをなさろうと。それで俺も女房も気をつけてるんだよ。半四郎、かくなる上は父の敵を討たねばなりません。敵を討たねば武士としてそなたの身が立ちません。半四郎、お願いじゃ。そなたのため、家のため、父の敵を討っておくれ。また来てくれて嬉しいよ。江戸にいる間来ると言っただろう。俺は目が気に入ったんだ。だったらいっそ江戸から私を連れ出してくださいな。本気で言ってるのか？そちらこそ。俺はいつでも本気だ。ねえ、なんだって座頭のふりなんてしてんのさ。人に顔を覚えられないためだ。こうしてたら真の顔の半分は隠れるだろ隠さなきゃならないの？う。俺はな、こう見えて昔は侍だったのさ。へえ。伊予大津のお殿様に仕えていたんだが、酒の席で同志といさかいになってな。マリー、おい、ノリためのすけを逃げるのか。使い込みやがってこの盗人めが。黙れ。盗人だと。金子殿。つまらぬことで使い込みを責められてな。思わずそいつを切って逐電した。あれま。ところがそいつにはめっぽう腕の立つ子息がいてな。そいつから俺は追われる身となった。そのせいで俺は座頭の真似事なんかをしてとうとう誠の盗賊の手下にまで落ちぶれたのよ。お園、それでも俺と一緒に来る気はあるか？ええ、一さん、私はますます好きですよ。すみません。昨日からこの辺りを回ってるんですが、何か買ってもらえませんか？おしろいもあるのか？はい。
あまり匂いがせぬな。上等なものは持ち歩けないんですよ。物騒ですから。旦那はいい匂いがしますね。血の匂いを消すためだ。私は18の時から15年人を切るのが定めとなったのだ。なぜさようなことを私なんかに。もう隠すこともあるまい。どうやら年貢の納め時が来たようだ。これを一つもらおう。釣りはいらん。旦那様。帰れ。年貢の納め時と言ったのか。はい。どういう意味でございましょう。わざわざ私に言ったということは私を怪しんでのことかもしれませぬ。お政さんを密偵だと。それならば長谷川様に伝わることを見越してのことと言えます。つまりお頭を切るのを諦めたということか。いや、諦めたとはわしには思えん。奴はもう逃げも隠れもせぬと言ったのだ。佐島、今の話を皆に知らせ、引き続きその侍の背後を探らせよ。はっ。わしはこんなことをしてる場合ではないのだ。それなのになぜ足がこっちに向いてしまうのだ。それは私が千恵さんをお慕い申しているからでございましょう。さようなことを申すな。申してはならぬ。信じてしまうではないか。信じてくださいましな。もう黙れ。心地よくするな。そういえばお園姉さんのところに彦の一という座頭がまた見えてるらしいですよ。何、まことか。ええ、千恵さんはその人に会いたがってたでしょ。お松、お園姉さんにそいつのことを聞いてもらえぬか。何でもいいのじゃ。そいつのことならどのようなことでも。はい。よくやった。いかがした中吾。はっ。谷中の岡場所いろは茶屋に彦の市が再び現れてございまする。そなたの読みが当たったか。はっ。その彦の市、お園という女に入れ上げておりまして、そのお園に拙者の相方、いや同じ茶屋の女を使って探ったところ、彦の市は元は侍であったとのことです。侍。しかも同志を切って出奔したとのことで、その同志の子息から親の敵として追われる身であるとのことです。なるほど。それで盗賊の手下に身をやつしたというわけか。これはいかなることか。かの侍の話ともつながりまする。盗賊と仕掛け人が玉坂であったか。彦の市を捕まえればわかりまする。早速茶屋を。待て。茶屋で捕まえたところで彦の市を何の罪に問うこともできまい。盗みを働いたわけでもないのだ。彦の市と侍を結ぶ証を立てねばならぬ。は。しかしこれは中吾の手柄であるぞ。はっ。中吾の遊び好きも時には役に立つものだ。沢田殿、拙者は何も遊んでたわけでは。ここは一つ仕掛けてみるか。これは白梅香だ。これをお園というものにやってくれ。まさか礼でございますか。ああ、さようなものだ。また来てね。
おその、お前その匂いは。匂い？ああ、髪油を変えたんですよ。白梅香というものに。この匂いがどうかしたのですか？お前が買ったのか？いえ、それが妙なことに私の知らない客のお侍さんにもらったんですよ。侍？ええ。もうこぼしちゃった。長谷川平蔵、必ず切る。お前を切って終わりにしよう。差し違えても必ず切る。切ってみせる。彦の市か。今日は見えるのか。何用だ。鬼平殺しをしくじったな。三の松の元締めにお前の始末を仰せつかった。バカな。まだしくじってはおらぬ。必ず切る。もういいんだよ、金子半四郎。その名をなぜ知っている。とぼけるな！この顔に見覚えがあるだろう。貴様の父、金子七平を切った森為之助だ。森為之助。何がおかしい？貴様に用はない。何？どけ。気づかぬか。かくなる上は返り討ちにしてくれるわ。火付盗賊改め長谷川平蔵。鬼へ彦の市神妙にいたせ。切れ切れ、鬼平を切れます。300両だ。ハブカ者は切り捨て彦の市を生け捕りにいたせ。
はそれがし。そうだ！金子半四郎、もう終わりであろう。彦の市には聞きたいことが山ほどあってな、そなたに切らせるわけにはいかぬ。仇討ちをしたければその後にしてもらいたい。そのような仇討ち、とうに忘れていた。もともと酒癖の悪かった父を切った者など恨む気にもなれなかった。しかし武士として父の仇を討たねば大津にて仕えることもできぬのが起きて、せめて飢えに苦しむ母に、一族に金を届けてやりたかった。それで仕掛け人に。命を賭して切らねばならぬものなどこの世のどこにおろうか。今の俺はただの人殺しだ。仕掛け人としてまだ仕事は終わっておらぬ。金子半四郎、すでにこの世で生きてはおらん。どうでもこのわしを切るか。切れ。切らねばどうにも終わらん。さえ出かけてくる。はい。どうぞご無事でいってらっしゃいませ。これが今生のお別れになるやもしれませぬゆえに。さえ冗談が過ぎるぞ。さような気持ちで私やお順がいることをどうかお忘れなきよう。分かっておる。必ず帰る。
帰る場所のない武士ほど悲しいものはない。いらっしゃいまし。長谷川様、今噂してたところです。お待ちしてましたよ。哲さん。久米、今日から戻ったか。ええ、おかげさまで身の日のお頭を手厚く弔うことができました。ありがとう存じました。で、それでどうですか、彦の市は。頭の名前喋りましたか。なかなかしぶといな。嫌ですよ。どうしたおまさ。まだ匂いが染みついております。さよか。さようなはずが。長谷川様からですか、このいい匂いは。まさか女道楽でも。それだよ。とんでもねえ人に吠えられちまったんだ。まったくだ。久しぶりにこの胸が騒いだ。飲みましょう。ああ。さあ、食え。じゃあ、俺も行こう。あ、マサ。